とはい、明るくなった？わかんないです。微妙？そこもつけるか？ゆうちゃろうです。どうもこれで明るくなった？いや別に。そうなの？これライトの下やからかな。わかんないですけど。来ましたかね。ということで皆様、改めまして、昨日は申し訳ございませんでしたが、今日は無事、ほぼ時間通りにスタートすることができました。よいしょ。ちょっと待ってくださいね。コメント出すので。そっちの方が見やすいな。パソコンの方が字大きくて。コメントが今日はですね、皆様、予告していた通り、質問コーナースペシャルで最近親の話とかいろいろ多かったんですけど、今日は私たちのメインでやっていけたらと思いますので、よろしくお願いします。これをこんばんは。皆様ありがとうございました。ありがとうございましたってもう終わるんかね。元気ないの？大丈夫？つって。全然元気ですよ。こんばんは。やっと見れたとかね、来てくれてますけども。今夜は会えたって。こんばんは。車の中からの配信も良かったですか？ありがとうございます。待ってました。お待たせしました。2日続けて、嬉しいって笑いながら喜んでくれてる人もいますけど。昨日から皆さんお待ちかねです。お待たせしました。本当に。昨日の配信も良かったよ。確かにね、久しぶりの感じで、レア感満載でやっております。こんばんはって。アイドルかとかってこういうツッコミもありますけど、こんばんは、昨日ぶりです。2人とも大好きと言ってくれてたり。なんか来こんばんは。こんばんは、寒いですね。大好きとかもありがとうございます。はい。豚さん、今日も可愛いって言ってくれてます。疲れは取れましたか？どうなんだろう。微妙ですね。こんばんは、お二人癒し効果。待ってたよーんってことで、今日はバラじゃないね。でも寝癖すごくない？なんかもうやばいんですけど、これ髪の毛とかセットしてるわけじゃないんでね、これ。寝癖です。もう今日一日パターン級で、お風呂はお昼ぐらいに入りました。もう昨日あの後帰って、YouTube 見ながらもう即座に寝てました。またチャイムとか言って、昨日の配信も良かったよって言ってくれてます。ゆうちゃんさんかっこいい、ぶたらさんかわいいって言ってきてますね。セットしてるって。セットしてないんです、これ。二人大好きってありがとうございます。豚らおって。今のピンポンで家の犬が吠えまくり。ごめんね。やっぱあれなんや。他の人の家でも出てくるんですね。荷物か。衣装かっこいいって。腹痛すぎ。ピンポンに反応してしまうから。じゃあ早速よろしくお願いします。ので。トイレ？よいしょ。こんばんは。寒くなって、体調管理大変よね。昨日もお疲れま。お疲れです。なんか分からへん。ペットのあれかな。中身見てない。お出かけどこもしてません。今日なんかするって言ってたけど、
質問コーナーってどこで質問見るのこれ。みんな質問コーナー、はいこんばんは。みんな質問コーナーって言って、質問は一体どこにあるんでしょで、帽子が届いた。じゃーん。う。ワンちゃんのね、帽子とか届く予定だったんですよ。姫、どっちにしようかな。え、今のやつそうやったん？そう。あ。めっちゃ、届けみて。なんかこれ、あれやな。あんまりやな。進めといてや。何無言でチョコ食っとんねん。え？何無言でチョコ食ってんだよ。はい。はいってやから慎重に食っとんねん。あっち向いて。逆か。こうか。何してんのこれ。ワンちゃんの帽子。なんか帽子かぶしてるみたい。見える？じゃーん。来るわ。ふーちゃんの帽子。これ去年ね、去年やったかな、ねな太郎さんにももらったんですけど、見て、かわいい。ちょっと抱っこしてて。姫の分もあんねん。着れる？みんなかわいいっつって。ちょっと待ってね。あ、ちょっと待って、それさっきあれしたばっかりやからまた。あ、そうなの？うん。難航したばっかりやから弾く。いやな。なんかおばあちゃんの大姫。見て。かわいい。こっちは姫のは耳隠れるバージョンで、うーちゃんは耳出るバージョン。超かわいい。ということで、まだこれ散歩中につけましょう。ということで、ワンちゃんコーナーでございました。俺質問ってどこで見んの？あ、自分が乗ってるから質問。あ、そうね。よいしょ。怒ってる。これは人間用のやつで、なんか変わった帽子。アホと赤。あ、今日の服には絶対合わへん。あんた赤。あんたいいんちゃう？金髪やからめっちゃ合いそう。あ、かわいい。サンタクロースみたい。ブー太郎似合わなくね？何なのこれ。ニット帽ってやつけ。そう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 。うんこっちの方、あ、どうなんやろ。なんか違う。ブー太郎あんま似合わん。ゆうちゃろうがいいかも。髪の毛明るいから。あ、わかんないこういうの。静電気があ、そう。バチバチくるね。なんかまあ服に合ってないね。そう、ブー太郎帽子好きなんで。なんかゆうちゃろうの方が似合うね。はい。っていう感じで。どうなんの？いいやん、ゆうちゃろう髪の奇抜だからさ、こう、半々でさ。静電気が怖いからやめとく。はいはいはい。うん。ということで、仕切り直してごめんなさいね、荷物が届いたんで、はちょっと、あ、こっちは可愛いかも。こう、ちょっと半分でこういう感じで。い。あとそんなんつけても静電気来へんの？ほな、そう。ちょっとの間帽子ブー太郎ではい。いきたいと思います。はい、ということで、そう、みんなでお揃い手作りニット。インチロさん、帽子かぶらないですね。基本的に嫌いなんで。あんまり厚着もしたくないし、基本静電気を
回避する人生やから。そう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 。今日はブータロー髪の毛ボッサボサなんでちょうどこれでいきたいと。ちょっと大丈夫かな、前髪やばくないもう髪の毛ぶっさいくやねんけどどうしよう。なんか気持ち悪い。まあいいや。ということで、いろいろ質問もらってたんですよ。今日も募集して、昨日も募集してたんですけど、先にちょっとじゃあ、ランダムで拾っていきますか。で、YouTube のコメントでも今から、いただいたものに関しては、どんどん、ランダムで拾っていくので、ちょっと、ほとんど拾えないと思うんですけど、質問。拾ってもらえたら、ラッキーということで、よろしくお願いします。じゃあ、今から質問コーナー開始。イェイ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 。テンション低くない待ってんねん、質問を。めっちゃテンション低くない？待ってんねん。大丈夫そう？うん。あんた。待ってんねん。質問をずっと。分かった。じゃあ、ちょっとやっぱ外そう。ですね、また消えた、携帯が。これすぐね、真っ暗になるんですよ。どれから行こうかな。なんかちょっと、もう一番最初に見えたやつからいきます。はい。なんかすごいワード、まさかの。教習所か合宿、普通自動車免許を取った時の面白いエピソードありますかっていう、ちょっとマニアックな、今までにない感じの質問なので、早速拾わせていただきましたけども。教習所か合宿所のまあ、とりあえず免許取りに行った時の面白いエピソードって感じですかね。うん。ゆうちゃろうめっちゃあるんじゃない？まあ、ブー太郎から先言うわだから。うん。ブー太郎はちなみに合宿とかじゃなくて普通に教習所に行って取ったんですけど、面白いエピソードか。ブー太郎はね、こう見えて意外と優等生でみんな多分さ、よく運転怖そうとか、まあ、実際にブー太郎ファミリーとかでも言われるんですけど、なんか意外と普通で、怖いって意味が違うよな、ブー太郎の運転の怖いは。ぶつけるとかの怖いじゃなくて、何？車間距離とスピードの怖さよな。多分、おそらく。いや、多分それも普通だと思う。多分。そう。分からんけど、うんみんなにアンケート取ってもらったわけじゃないからさ。そう、だから別に普通で、なんか、でも試験は1回落ちましたね。本試験。本試験っていうのは仮免とかは一発だったけど、うんうんうんどっちも実技も、なんやった、勉強の方も。本試験の、あれだ、学科か。だから要は、あれだけは一発で受からずで。あ、そうなの？で、なんかヘッドホン講習ってあるの知ってます皆さん。うん、知ってる。そう、それ、受けまして。一発目2回目。あ、2回目受けたの？もう1回目で落ちたから。うんうんうん。何もせずに行ったら。1回3000円かなんかで受ける。そうそうそう。でそれを受けたら、ちゃんと2回目で受かったんですけど、出てくれた問題。なんか出たんじゃないかな。なんかちょっともう忘れちゃいましたけど、なんか問題通り出たとか。そう、ちょっと面白くなくて、なんか面白いエピソードはあんまなくてですね。でも結構中学生時代の人と巡り合うっていう事件は起きたかも。あ、近くのやつ行ったんや。近くもないんですけどね、中学校からは。まあでも、いつ卒業と同時にってこと？いや、自分は、卒業と同時じゃないんですよ。結構大人になってから、受けに行ったんで、お、そそう。なんせ、結構金かかるじゃない。そうだからあんまりできなくて、そうでその時の受付の女の子がまず先輩やって、中学校の時の働いてたってこと？働いてて、すごっ。でなんか中途半端なその関係性の先輩やって、それが実は言うとちょっとややこしいんやけど、僕多分なんか中学校2年ぐらいの時に、1年かの時に1個上の先輩にちょっとこうなんか可愛いって言われてる時期があったわけよ。でその時に言ってくれてた人やねんけど、まあ、それまでやったらいいけど、自分小学校の時はその人がおちょくれてたことがある、女の子っぽかったから、なんか3人ぐらいの女子グループの先輩からなんか気持ち悪いんだよみたいな
言われたことがあって、うん豚はそういうのずっと根に持ってたわけ、うんあなんかもう言ってきたわと。でもなんか中学校そのなんか1年の時はなんかすごい可愛いって言ってくるグループの中の一人だったわけよ。ほうなんかその教習所の受付でやった時はなんかちょっと気まずくて、ほう。おそう向こうも向こうも気まずいなんか言ってくるわけじゃないけど多分気づいてる顔はしてんねんけど、太郎も気づいてんねんけどなんか何かを言うわけじゃないっていう。結構よそよそしい感じでそう受付終わったってことそう終わったと思ったら一緒に受けに行ってるタイミングで、まあ、でもこれはあるあるか、もう結構同級生のこと久々にもうほとんど喋ったことない人やってんけど、うんなんかそのことはなんかめっちゃ昔から仲良かったみたいな感じでなんか喋り出すっていう謎のそんなに学生生活一緒のクラスになったこともないし仲良かったこともないのになんかそう謎やったなあれっていう変な人間関係生まれた。あとその時服屋やってたんや、うんその教習所行きだした時、じゃあさなんか向こうがすごいなんかブダオのことを知ってる感じで近づいてきたわけよ。はあみたいな。久しぶりとか言って、でも全然覚えてなくてブダオ誰なんやろとか思いながらずっとその教習所生活何食わぬ顔で合わせて生きてた。そう全く多分お客さんやったっぽいね。でもあ、そっちそうあ振り返ってうん調べてたその旦那さんと一緒に買いに来てたことがあるらしくて、それででもその時のお客さんが来てくれた時に結構多分仲良くなってたんか喋ってたんか分からへんけど、ブータロの記憶からは飛んでたけど、なんかずっと知らん人やのにめっちゃなんか仲いい感じでずっとなんか喫煙所とかで喋ってたわ。なんかわけわからん人間関係が繰り広げられてたっていう話ぐらいしかないかも。ゆうちろさんじゃないここの面白ポイントが。自分は別にそんな面白いことないけどな。いや、あるって聞いたことはあるけど、実際近場で出会ったことないけど、おらんかった結構な頻度で車潰れてんねんけど。おかしくない潰す人出会ったことない。噂には聞いたことあるけど、すごくね、みんなこれ普通じゃないよね。どうなんやろみんないましたそんな人。2回目だって教習所は合宿行ったけど、その時も一人暴走して、なんかどっか大破して、免許取れませんって言ってその場でアウトになった子もおったから、やっぱなんか普通なんやと思って、別にそんなよくあることなんやなと思ってたけど、なんで潰れるのそもそも。だから1回目はミッション取りに行って、なんかそもそも免許に興味なかったん自分乗せてもらう方が好きやったからさ、車、運転したい願望が全くなかったんや、けど親に取りに行けって言われて、絶対いるからみたいな、全く興味ないからさ、学校もあんまり行ってなかったんや、で結構スパンとかもその時通いやったから2ヶ月に一遍とか、なんかもうほんまに何もすることないな今日一日みたいな時に暇やから行こうかみたいな感じの時に行って、でもう2ヶ月も空いちゃってるから運転とかも全然わけわからんやん、あれみたいな、こんなんやったっけと思って、で多分その時に横に乗ってたんやけど、その人がブレーキ踏めばいいのにうまいこと多分入ったんやな、クラッチとアクセルがギアとなんかガチャ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 しとったからガチャガチャしながらこう教習の運転しとったから、だからその時にギアガンって入って、その時にスピードがって一気にこう最初10キロぐらいでちょろちょろ走ってたのが急に30キロ40キロにガンって一気に入ったから、隣の人が多分首ガンっていっちゃって踏み遅れたんよ、ブレーキを。隣ブレーキあるやん教習先生、それを踏めずに前の車にみんな並走するやん、大体一人で運転せえへんやん、大体前なんかどれぐらいか間隔空けていくやん、で近づいてきたらちょっと早いですよとかってでたまたま近かったの、でその時にガンっていって踏み遅れて、ゴンってそのまま岡本が相手もう一つの車に。そうもう一つの方は別に大丈夫やって、向こう逆にぶつけられた方が降りてきて、こっちに大丈夫ですかそうってなって、もうそっからやっぱ自分運転向いてないからも
やめたと思って、で自然消滅よ。1年半ぐらい1年とか1年半ぐらいよ、なんか猶予があんねんけど、もういいと思って、もう電話でとかなんか来てくださいみたいなの言うねんけど、あ、もういいですとか言ってもうやめときますとか言って、んでやめて、怖くなっちゃった。怖くなったっていうか、もう運転したくねえが強かった。乗せてもらいてえの方が強かったから。あ、そうなんや。乗っけてもらって当たり前の人やったから、なんでわざわざ人乗っけなあかんねんみたいな。マジで自分で運転してどっかに行くなっていうことも面倒くさかったから、ほんでそれで一回やめて、ほんでから3年か4年後ぐらいかなに、ほんまこのタイミングよな、なんか暇になって、またその時も暇になって、ほんでその時はこうだんだんやっぱ年もさ、20多分2か3で取ってんねん、2回目は。でなんかこうどっか行くにもさ、だんだんとなんかこうみんな遠出とかするやん、でこう乗っけてもらってたけど、みんな結構運転変わっていくんよ、その時。ちょろ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 。例えばじゃあ長野やったら長野に行くってなったらさ、多分その3時間とか4時間とか結構時間かかるわけで、一人の人がその3時間4時間運転するわけじゃなくて、こう中でこう入れ替わり立ち替わりでみんなこう運転していく中で、自分だけさ持ってないから運転変わられへんやん。変わろうかみたいな。ああ、そういうことね。そうそうそう。はいはいはい、お前運転持ってないやんけってなるから、なんかそういうのを経て、やっぱなんか持っとくだけ持っといた方がいいかなと思って、空気読んだんや。空気読んで暇になって、お姫ゆうちゃろうからそ変わったんやな。うで、お姫ゆうちゃろミッションはちょっと抵抗あったからオートマ限定で取れる。ああ、なるほどね。そう、合宿で早く取れるっていうから。意外じゃないみんな、そういう。でその時もほんまは落ちてんねんけど、なんかこうタイミングがあって綺麗にこうクリアしてって。どういうこと全然理解できないけど、なんなん落ちてるのに綺麗にクリアって。タイミングよ。その要はさ、その最終があるやん、合宿で一番最後の日にさ、こう実地みたいなのあるやんか。分からんけど、実地あんねんな、最後一番その実地の方。学科はなんか知らんけど一発でこうポンポンポンとクリアしてたんよ。だけど実地の方がその別に特に何の問題もなかったんやけど、一番最後にさ緊急車両が来たんよ。はい。ピーポーピーポーみたいな。そう、運転してたら反対車線から救急車が来たんよ。でそれ止まらなあかんかってんて。俺知らんかったん。救急車来たわと思って、反対車線やから別にどうでもええわと思って無視しとったんよ。反対車線あかんねんて。反対車線も知らんかった。路肩にこう止めて、なんかこうせなあかんわ。せなあかんらしいねん。やけど自分それ知らんから、みんな、そのまま、しかも横で何も言わんからさ、何も気にしないでそのまま運転して、で最後終わって、でブレーキ終わって全部終わりやんか、でその時に言われて、ああいう時は本当は止まらなあかんくて、減点対象になるけど、まあ今回だけはって言って大丈夫そこなんでねえ、まあもう時すでに遅しですけど、へえ、そうなんや。自分同じとこだけやと思ってた。反対車線も止まらなあかんねや。そう、ほんまはらしいわ。知らなかったわ。でよかって、本面もなんかしらんけど一発やった。へえ。3000円のやつ聞いた。あ、ヘッドホン講習ね。まあそんな感じですね。そう、だからゆうちゃろさんは車を壊しておりますそして一回教習所をやめた。やめております、はい。ミッションかオートマって選べる時代じゃなかったよって。そうだよね。昔はもうミッションが当たり前みたいな感じなんでしょ。だからゆうちゃろはいまだにオートマやな。そう。でもなんか世間一般的にオートマ限定の人ってなんかこう、なんていう、蔑まれて見れるっていうかそういう意味になりがちなの。自分全然知らなくてさ、
なんか今は限定のそんなこと方がないと思うけどね。楽でいいんじゃないって思っちゃう側の人やからさ。昔はだから昭和の人とかだったらの、っていうのがやっぱあるじゃない。なんか特にその時は女のあの感じのあれ壁も高かったというかさ。でも履歴書とかでさ、AT 限定って書いて持っていくとやっぱ突っ込まれるもん。ああそうん。オートム限定なんですかってう。値段も変わってるし、今はマニュアル取る方が高いらしいです。じゃあ順番に行きましょうかね。ちょっとこれぐらいにしといて、運転の話、質問コーナースペシャル1個の話題が長いっていう。あ、ごめん。すいません。どんどん行かないといけないんですけど、ちょっと順番に行きます。さっき YouTube なんか言ってんのコメント。コメントって、これはインスタグラムで募集したので、こっちです、コメントは。質問はいっぱい来てるの？まあ、ちょこちょこ、来ております。いっぱいいただいてありがとうございます。いっぱいではないんですけど、いただいてありがとうございます。どうしようかな。もう今パッと見えたちょうどキンキンのクリスマスの思い出話何かありますか？プレゼント交換かな。今パッと思い出したのは。そうだな。一回だけかな。なんか買い物、ショッピングモール行って、お互いに予算、何万円やったあれ1万円1万円やったっけ？ 1万円で、なんか相手の、なんか、プレゼントを選ぶみたいな。そうそうそうやったけど。なんかもうお互いさ、こう、一回離れ離れなんだけど、たまにこう、一回だけ会った時になんかすごいさ、なんか、しょよそよみみたいな。そしいからするな。よそよそしくなかったよ。挑発みたいな感じ。あ、挑発か。ショムニってドラマ見たことある？こう、なんか、エスミマキコ対、なんか秘書の人たちみたいな感じで、こう、現れて、一回目合って、みたいな感じで。で、ブタラはちょうどあれかな。ユーチャロがその時、ケイティ・ペリーの DVD が出始めで、好きやったから、ケイティ・ペリーのライブ DVD を買ってあげて、それはもうユーチャロに託したつもりやったんやけど、ユーチャロはなんかこう、二人の、何やったかな、リングやったあの時は。ペアリングやな。ペアリングを買ってくるっていう、結構、なんか、ロマンチストなことしてきやがって、太郎が選んださ、なんていうプレゼント、なんかわかる、なんか、レベルの差を見せつけられたというか、なんか、でもブータラはブータラなりに愛があるやん。ユーチャラが欲しいもの買ってあげようっていう。でもなんかユーチャラは、その中でも一緒にこう、喜べるものにしようっていう、なんかワンランク上のものをあげてこられて、鼻水出るわ。何ワンランク上のもの。なんかイラってした。嬉しいんじゃないんかいっていう。で、今年も、なんかクリスマスの直近で、プレゼント交換せえへんって言って、そしたら、ええでーとか言って、案の定ソファーで寝てるブータロに喋りかけたら、なんか急に、予算は3000円だとかで、下がってるっていう。なんでやねんと思って。3000円でどれだけ3000円でいっぱいそういいも買えるかみたいなさ、いいものを見つけられる。やっぱ高ければ高いほどさ、いくらでも考えつけるから面白くないやんか。1万円ぐらいでいいんじゃないの？なんで3000円やけど。で今度の動画にもしようかなと思ってるんで、それ。クリスマス3000企画。キモすぎんねんけど。よろしくお願いします。じゃあ次、インスタグラムの方から。かわいい、仕事で暗証番号、定期的に変わるので、好きな数字4つ教えてくださいって。あ、この方が暗証番号とかが定期的に変わるから、好きな数字4つとか考えたことないけど、0116。記念日。大体そうやな、0116か。1990もするかな。バカじゃないの？あんたさ、今持ってないからいいけど、これさ、世間に暗証番号さらしてどうするの？何が1990とかにするかなとか言ったらあかんねん。何が悪い人にとったらあんたさ、悪用されせえへんで、そんなに。せえへんけど、好きな番号とあ、して。好きな数字だ。びっくりしたわ、自分さ。自分が今までしてきた暗証番号をさ、別に今までしてきたやったらええやんか、別にそんなもん今変えてんねんから。そんなもん今の暗証番号言うわけないやんけ。やるときだと思って。あ、そういうことね。生まれた年の1990な。あんたやったら1989やろ。そう。うん。びっくりしたよ。もう自分の暗証番号さらさら言ってんのかと思って。でも
もそういうの抜きやとしたらなんやろうな、あんまりどうなんやろ、好きな数字4つか。ブー太郎はでもラッキーナンバーよく2って言われる。なんかそうやな。ラッキーナンバー2なんだ。知らんもん。知らん。知らん。あと丸がついてるのがいいっていう。6、8が好きやった。でもなんか9は嫌いで。でも8かな、好きなの。2と8です、ブー太郎は。こちらは数字はない。色だけ赤。ごめんなさい。まともな質問 OK です。じゃあ次 YouTube の方のコメントをね、質問を拾っていきたいと思うんですけど、ちょっと遡ろうかな。なんかあったんですよね。今日は何してたのっていうことで。何も知らない。ゆうちゃんは一瞬寝てたよね。一瞬じゃない。一瞬じゃない。一生寝てたよね、今日。ゆうたろうは、YouTube 見ながら編集もしてましたよ。ちゃんと。ね、今、もうカットはほぼ終わったんですよ。今ちょっと親再開動画なんですけど、カットも全部終わって、このまま出そうかなと思ったけど、やっぱちょっとテロップとかいるかなと思っていじり出してしまったので、また時間かかると思う。どっかでも切るかも見ながら確認しながらやってるんで、なんか豚多分確認の作業をめっちゃ多分時間費やしてるからあかんやろなっていう。そうな。テロップってまた確認みたいなさ、感じでやってるから、だいたい1時間15分ぐらい、今んとこ。またそれより短くなるかもしれないですけど、編集と YouTube ですね。最近ハマってるのはオーディション番組。ずっと見てるな。そう、日プ。見てる人あんまいないかな、ここの人は。日プのオーディション、この間韓国で、それこそお披露目会があったんですよ。それのなんかレポとかを聞いたりしてましたね。そんな感じですね。どんどん行きましょうか。これ、はい。究極の選択。来ました。これね、DM でも返ってくれてたんですよ、この方。隣がものすごく臭い牛小屋か、それとも超危険な、ああいうちょっと、こう、なんて言うの、こういう人が。ヤクザ？言わないようにしてた。そうね。そう。どっちなら我慢できる、そういう事務所があるとこか、ものすごい臭い牛小屋の横。牛小屋の横はヤクザがいい。へえ、なんで？別にだって何もしてこへんやん。何もしないへんかったら。分からへんね、急に被害被るかもしれない。なんか事件が起きて、発砲事件とかさ。隣の家は何やろ別に分からへん。その危機感があんまないからそっちの方がいい。牛は嫌。なんでブートで臭いの慣れてるやん。いや、牛の臭さは自分ちっちゃい時にさ、友達が競馬場に住んでた時があったんよ。知ってる？競馬場人住めんねん。知らん？競馬場って結構敷地すごいねんけど、あの中に家があんねんけど、分からへんで、馬関係の人なんか分からへんけど、そこに住んでる子って、ほんまに匂いすごくて。慣れてくるんじゃない？ブー太郎の足の匂いみたいに。なんていうやろ、別に一緒に住んでるわけじゃないからさ、学校に来るたびにその匂いを醸し出すっていう。かわいそうやっただから。その人から匂ってくるってこと？その匂いが。そう。それはだから洗濯物とかも無理やから。その一体がその匂いやから、いい部屋干ししようと何しようともその匂いなわけ。だから、それを考えると、嫌かな。なるほどね。そうやな。ブー太郎もそうですね。どうかでもブー太郎はでも、匂いがもともとあるから。いや、だけど牛小屋、臭いんやろ。洗って取れる匂いやったらいいけど、洗っても取れへんね。洗っても部屋干ししたらいいじゃん、部屋干しで。だから部屋干しでも効かへん。その一体がその匂いやから、家の中もその匂いになってくるわけ。ほんまに？それめっちゃ偏見じゃないですか、大丈夫それ。いや、その子がそうやったから。その子は外で、だって小屋に住んでたからわかるけど、小屋の隣に家を建ててたらさ、その家の中までさすがに匂ってこへんじゃん。小屋っていう、多分言ってるイメージと全く違うな。敷地がめっちゃ広大なわけ。馬のその競馬場っていう。
馬走るところと観客見るところだけなわけじゃないんよ、それ以外に、なんかすごい広大な広い平野みたいなのがあって、そこになんか2階建てか3階建てぐらいのあれが別にあるけど、そこにもう染みついてるってことね。もうそれ聞いたらじゃあ自分もやめとくわそれがほんまなんやったとしたら、まあちょっと追加でね、もう一個なんか結局来てたんで、ブー太郎の足の臭さの枕か、ブー太郎の足の匂いの歯磨き粉はどうって。絶対歯磨き粉の方が嫌でしょ。だって口に入ってくるねそれその枕は最悪どかすこともできるしさ、別に枕使わずに寝れるけど、さすがに足の匂いの歯磨き粉は無理でしょ。失礼でしょ、こんなお題出してきてるあなた、ほんと許せな。ブー太郎の足の臭さは別に臭くないしね。そうやな、臭くて寝れんっていうのがしんどいね。はい。で、もう一つじゃあ YouTube のコメントだったのが、ゆうちゃろうくん何食べてるのっていうことで。ごめんなさい、チョコレートでいい。トリュフのチョコ好きやねんな。これはなんか微妙。ストロベリーやね、いつもあれやん、ノーマルやん。あと、これもね、よく聞かれるんですけど、どっちが受けでどっちが立ちっていうことで。どっちが受けてどっちが立ち？ああ、何だっけ、S と M の話やな。どっちなんて答えへんの。チョコ食べたらいい。どっちやと思ってんの？どっちやと思ったよ。どっちやと思う？逆に聞くわ。ブー太郎がブー太郎に聞いてんの？違う。どっちやと思う？逆に聞くわ。じゃあ質問ないし。あ、姫ちゃんをもっと見たいですって。今日見れましたよね。姫どこ行ったん？もう寝てる。寝てるか。寝てるんだ。起き出したら。だって起きたらお見せしたいと思います。買い出しはブー太郎さんだけが言ってますか？だけってことは絶対ないですね。行くこともあるよな。ぐらいじゃない。大体いつも仕事帰りに買い出しって何の買い出しにかにもよるけど、家のご飯とかやったら一緒にいつも帰るよな。最近はね、今仕事がまた一緒になったからそれができてるんですけど、その前の仕事になってからの時はずっとブー太郎がやってましたね、買い物系は。最近も日用品とかも常に一緒なんで、仕事終わってからも。そう、私知らない人が24時間今一生カップルなので、まあ夫婦カップル、今だにどっちかよくわからないんですけど、表現方法が。そうだから一緒が多いかな、買い物も。まあ基本的にできる方がやったらいいんじゃねえ精神やな。何事も。次 YouTube。最近よく聴いてる音楽はっていうことで。音楽最近逆に聞いてないな。何聞いてんやろな。聞いてるよ。めっちゃ。よう言う。じゃあなんか適当に流してるだけで自分聞いてないね、全く。意識がどっか飛んでっちゃってて。どこに飛んでってんの？分からない。なんかこうまじまじと聞くっていうことをしてないね、最近全く。あ、そうなの？そうもうほんま適当に歌ってる。なんか BGM でそれこそって感じか。だから何鳴ってるかって今言えって言われたら何鳴ってんやろ。まあその中でも洋楽ですね、やつらは基本。聞いてるわ。あれやん A ビッチのユリアンと愛とごめん、違う。今のは語弊がある。その曲がキモいんじゃなくて、その曲は面白くていい曲なんですけど、でもなんか完璧すぎて。あれ聞いてる。面白くて。やばいよね。バッドビッチ美学やったそう。あれ聞いてるわ、ずっと。何かしら、あれも別に自分が選曲してるわけじゃないんやけど、車で YouTube が見れるんやけど、今までと違って、今まではさ、携帯をミラーリングっていう形やけど、今、なんか車本体がスマホになっちゃったからさ、車で1曲ポンって押したら、もうそこは自動でランダム再生されるわけよ。で何かと2曲目ぐらいで挟んでくるよ、それを。なんか知らんけど、ミックスリストかなんかで来て、割とそれを聞いてるかな。あとは、あれか。歌って。あんたが今、頑張って練習してる。キーシャコールのラブ。ラブな。ラブめっちゃいい曲なんですよ。みんな知ってるんかな？洋楽聴く人は知ってるんかな？
昔の歌やな、あれも2000年とかのぐらいの。めっちゃ難しいね。なんか別に自分そんな。どんなんだっけ。そうそう。この連続の部分ができひんねん。なんかリズムが難しいんですよ。ね。うん。みたいな。なんか上行ったり下行ったり上行ったり下行ったり、ここがすごいねんな。そう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 波が。それが難しくって。なんか知らんけど、たまたまそれをパッて流した時にブー太郎がなんかすごい「何この歌ちょっともう一回かけて」とかってなんかいきなり始まって、ねそっからなんかちょっとなんか練習がてらなんか流れるようにはなったよな、これ前もなんか言ってたって。あ、そう。だし、まあだからそんな感じです。ゆうちゃんはもう基本洋楽を聴いて、もうラップの部分完璧やから、多分今歌ってくれへんやろうけど、ずっと車でその曲、ゆりやんとか、愛ちゃんとか、あとなんかいろんなラッパーの人がいっぱい集まったやつやねんけど、一括で買ったベンツで企画。帰宅か。うん。いつも企画って言っちゃう。そう、まあ、めっちゃうまいね。なんかもう完璧、歌詞もなんかいつの間にか覚えて、なんか、やっぱりドヤ顔で歌ってくる、こっち向きながら。でもこれは多分ブー太郎にしか見られへん映像やからみんなごめんね。ゆうちゃろファンの人。きっと映像の前ではやってくれへんねやと思画面が止まったよ。う。なんでこれ大丈夫かな。できてるかな、すいません。見えてますかね。多分大丈夫だと信じてます。じゃあ次は。ゆうちゃろくんが洋服買うときアドバイスしてほしいって言ってたと思うけど、その後どうしてますかって。アドバイスは求む、ずっと永遠に。自分で気に入ったのも結局買えへん。あ、これっていうのがあっても最終的に誰かにワンクッション置く。そうかな、うん、なんかそんなイメージどうもないけどね。って昨日もなんか見に行ってんけど、なんか自分の選ぶのって大体同じのばっかりなんよ。もうカーディガンやったらほんまにカーディガンやし、色違いのとか。結局ブー太郎に近く戻ったらどうみたいな。だから、あ、やっぱりカーディガンやみたいな話になって、うん。なんか自分の選択っていうのはあんまりないかなっていうイメージ。そんなことないですよ。風太郎目線は。あ、そう。これ今日いただいた、お芋さんのラテ、今日飲んで美味しかったんですけど、この天使のポタージュっていうやつもちょっといただきたいと思います。すごいな、甘いのに甘いの飲めねえな。喉が渇いたんで。こうやってそれ飲むのすごいな。あ、美味しそう。おお水欲しいよ。水？分かった。水来てあげるから、なんか質問拾っといてください。あ、動いてますって。なんかね、ゆうちゃろうとブー太郎のまず服の好みが違うし、ゆうちゃろうファミリーとの意見もブー太郎と合わへんから、なんかもうブー太郎あんまり口出ししてない。もう拾ったものは、まあ、いいんじゃないみたいな感じで。で、昨日ブー太郎が珍しく、これ絶対似合うって言ったものも、ゆうちゃろうがそういう時に限って自分好きじゃないって感じやから、もう好みも合わなければセンスも違うし。あれはあれやで、好みの問題じゃなくて、静電気の問題やな。昨日のは。あ、なくなった。あ、最悪。最悪なタイミングでなかったな。最悪なタイミングでなくなったな。まあいいやん。あ、ディファールで書いてある。それ、ミス、あかんの。熱湯やわ。なんかついてないわ。熱湯やわ。熱湯でした。お水はダメみたいです。うん、熱湯しか書いてないからダメです。熱湯だそうです。熱湯って読まへんのこれ。ね。なんていうこれ。熱湯。あ、熱湯っていうのこれ。そえ、そうなん？はい。みんな笑ってんで。熱湯かわいい。熱湯。熱湯じゃないんやこれ。え、そうなん？熱湯なんこれ。
熱湯ってずっと言ってたわ。なんかでもそれで普通に上がったもんさ、何の指摘もしてこんかったやん。熱湯とも読むんかなと思って。あ、そうだ。うん知らんかった。アルマーニとかディーゼルよく着こなされてますが、イタリアンブランドがお好きなんですかって来てますよ。いや、妹がディーゼルの服がみんな体爆笑中型に。合うの。ね。だから、それのついでみたいな感じ。で、アルマーニは、なんていうの、自分の体にフィットするかなみたいな感じで、ただ選んでるだけかな。あんまりだから、あれがハイストリートもな、自分の体にフィットしてよかったと思ってんけど、もう店舗がないからな、あんまり。で行くのがめんどくさいっていう、多くはないかな。もうそこまでに。みんな大爆笑中。ネットで。熱そうなんや。ガチ間違いって言っちゃうって本当にね、世にも奇妙なぐらい恐ろしいぐらい、なんかほんまにっていうことを言い出すから怖いんですよね。だって別に熱言うてもええやん。だ別にそんなさ指摘しなかったやん。違う、なんか、言うちょろってあんねん、マジで。近くにいたらわかる、あるあるやん。でもみんなさ、視聴者の人もうすうす気づいてる人もいると思うけど、大体は多分さ、気づいてない人もいると思うんだけど、マジでそれ、ほんまにっていう、なんかさ、ヘキサゴンとか見とったらおるやん。それさ、狙ってバカな発言してるみたいな。それとも天然どっちみたいな感じなの言うちゃってマジで。失礼だ。ほんまに。っていうレベルのこといっぱいある。例えばって言われたら出てこないけど。そうなんネットなんや。自分誰にも指摘されたことなかったわ。てかむしろみんなそれで熱湯しか無理なんやみたいな感じやったからさ、初めて知った。見て、でこれね、この間プレゼント紹介でもさせてもらった、まだ下のリビングに置きっぱなしなんですけど、それ車に積むから置いといて。わかりました。これディーゼルのソックスいただいたんですよ。もう高いのに T シャツ高いよなディーゼルな。これちょっと着とこうか。うわ一緒熱湯だと思ってたよって。そうなんだ。熱湯っていうや熱湯ってなんか違うよね。豚の着替えタイム終了。どう？可愛いでしょ？暗っ。なんで今日こんな暗いんやろな。照明がないからじゃん。そういうこと？うん。やっぱ照明って結構あれなんや。そう大やったんやな。使う？いやいいよ別に。もう湯沸くから。いいよいいよ。ガチャガチャするからいいよ。そう。で、これでこの新しいデザインのやつかぶっといたらいいんじゃん。かぶっといたらいいけど、あんたがもうすぐ脱ぐやろ。ニット帽大好きなんですけど、痒くなってくるんですよね。そうや、わかった。僕といちいちうるさい。おい、沸いた。やった。ちっちゃいうるさい。最悪、照明が湯気になってる。美味しそう。ブー太郎変身します。メラ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 。ポンポン。これずっとつけたかったんや。ブー太郎変身する。質問はどうした？質問はどうした？よかった。みんな感じ弱いみたい。なんかあれみたい。冬じゃない何だっけ？フランダースの夜のネロ、パトラッシュ。パトラッシュか。可愛くないこれ。これもこの間いただいた。どっちが犬やったっけ？パトラッシュがパトラッシュがブー太郎。犬。犬がパトラッシュ。ネロやろ。ネロが人？人。可愛くないこれ。ネロじゃ。いや、ブー太郎ネロ。次のめっちゃいいんじゃんこれ CM に。次のできたら質問を。冬は寒い。あっ
温まるものが飲みたくなる季節、それが冬。漢字書けない読めなくてフィリピン人にあなたも外人よって最近言われたって。いや、ブータで今 CM 中で今からセリフやったわけ。あ、そうな。うん、大事なとこ。あごめんなんだとか持っていくわ。じゃあコメント読んでんねん。そうなの。そお耳が反対側なの。う。逆なんじゃん。ちょっと待って、そういうこと？これ間違ってる？うん。つけ方。そうやんな。ある日やと思ってたよ、ブー太郎。なのになんかあれこんなんやったっけと思って。森の中、熊さんに出会った花咲く森の道、熊さんに出会ったこれでもう一回最後 CM やっていい？あ、まだやんのね。オッケー。大丈夫これ34歳。熊。やめとこやめんなかい。う。今日はクマぶって待ってでもさ、こうおかしくない？なんかよくなんかな着こなしてるつもりやったけど、なんかこれおかしくない？なんかブー太郎これサイズ合ってなくない？なんかここだってもう、ここおかしい。ここがおかしい。そうそう。あれなんかちょっとこっからして写したらあかんじゃないこれ。あれちょっとこれおかしいね。よいしょ。今日の質問は抽選で読んでますかって。こうにしとこう。質問はおしまいって。質問おしまいじゃないですよ、全然。これからまだまだ読んでいきたいと思います。はい、お願いします。はい。質問は抽選でっていうかもう適当ですね。インスタと YouTube を交互にやってるつもりなんですけども。何かありますか？最近あちこちでクマの被害出てるから気をつけてねって。ブー太郎かもしれない。我が家も来年結婚10周年です。お二人は10周年記念は何かイベントを考えていますか？なんか考えてる？特にはかな。そうやな。なんか別にどっか行くってわけでもないしな。だからいつもより豪華なご飯食べるっていうぐらいなのかな。そうかもしれないですね。自分たち2人のイベントとしては。はい。なんか特には決まってないですけど、なんかすんのかな逆にこの人は。するんじゃない？自分いい静電気。あ、これ静電気すごいわ。そうやね。どうしようかな。なんかするのかな。わかんないですね。どうしよう。なんかあります？したいこと。いやわからんな。なんかしたいことあるかな。ないみたいです、特に。なんかある？やっぱり写真集発売遅いやろ。動き出す。10周年の始まりやからさ、次の1月までに撮れば大丈夫や。次の1月ってどういうこと？再来年の1月？そうそうそう。あ、そうなの？そう。いいんじゃない？ 10 周年記念写真集作る。じゃあ。最悪、毛が入った。そうしよう。ごめん、でも半信半疑で聞いといて。10周年写真集を作るかもしれないです。誰が買うって感じか。なあ。買いますって言った。早速いた。一緒にお祝いしたいなって。ああ、確かにね。服サイズ教えてって。服サイズ最近ほんまわからんくね？なんかあちこち服屋さん
なんか行ってもさ、ここの店では S ですとか言われてもさ、いやうちでは L ですとかさ、うち小さめなんですよとか、うち大きめなんですよとか言っても、なんなんこのなんか全然基準が最近バラバラすぎてなあ、一体何サイズなのか。なんか昔ってさ、割と統一してなかった？そんなことないんかな。あんま興味なかったからあんまりあれなのかな。そうなんや。なんか分からへん。もう今もうむちゃくちゃ。そうですね。来年は仕事変えようか悩み中。今の仕事何か合わない気がしてきてって人もいますね。そういう時は変えた方がいい気がする。今人生1回やから何でも挑戦した方がいいと思うけどな。兄のベスト体重はっていうことで。野太郎は今ちょっと太ってきて60ぐらいですかね、やっぱり。でもみんなで細すぎって言われたからな。わかんないけど、それぞれじゃない。結局人が見たベスト体重と自分の中のベスト体重って違うと思うんで、自分は60いくかいかないかぐらいがちょうど、なんか動くのも楽やし、お腹も出てないしって感じでいい感じなんですけど、どう？何キロなのかな。60とか63とかちゃう？サイズ基本 M だね、ゆうちゃんは。S か M か。行くところがな。ゆうたろうは M かな。かといって作業着は LL とかやる。あ、そうやな。着たい服にもよるしねっていうとこですよね。ってことで。あ、眠くて死にそうって人もいるけど、ゆっくり寝てください。全然、もう寝るの優先してくださいね。アーカイブもちろん残します。運動は、ゆうたろうはしてるよ。こう見えて。ゆうたろう全くしてないな、もう。ゴルフぐらいちゃう。たまに行く。ということで、どんどん行きましょうか。どうしようかな。ゆうたろうさんはなんでそんなに優しいの？ゆうたろう優しくないよね。いや、そこはすごく否定だろ。なんで優しい優しいだろ。あれで優しいとかって言ってるんやろうな。いや、それが気になるな。じゃあね、それが気になるね。どういうあれで優しいって言ってるのかなと思って。どういう目で見てるんじゃ。ブータロはどういうとこじゃ優しいと思う？そうやっていいわ、じゃあ。どういうとこが優しいと思う？難しい質問な。コメントでも来てるよ。優しいと思うって。いいね、10周年記念で沖縄旅行。いいじゃない。DVD が欲しい。ずっと言ってくれてますね。はい。初見の人もありがとうございます。そうですね、起きです。めっちゃ目腫れてます。はい。最近うちらずっと顔腫れてる。塩分の取りすぎになっちゃう。かもな、塩分結構。愛の深さを知ってくれたって、相手のことを気遣ってましたね。私は結婚して45年でも羨ましいぐらい。メッセージを送るためにチャンネル登録しましたって。嘘、ありがとうございます。見えてます。動画は今まで見てましたよって。ありがとう。いろんな動画あるんで、惹かれないことを祈るんですけど、綺麗なとこばっかじゃないんでね、そこも愛してもらえたら嬉しいです。で、ウルトラが優しいとこってどこなわけ？優しいところってなんなんやろうな。なんかその難しくないこの優しさって。なんか自分のさ、なんて言ったらいいんやろうな。自分の都合よく優しいって言ってるところとさ、だから一緒におってくれて優しいっていうのも結局自分の都合のいい優しさなわけやんか。自分と一緒におってくれるから優しいとかさ。それは確かにあんた、そうやろ。だからあんた目線かも。そういう面で、ブー太郎の優しさっていうのは何なんやろうな。なんかさ、こう見てくれてる人に言われるのはもちろん嬉しいしあれやけど、一番身近な人がさ、何も言ってくれへんってやばい人じゃない？じゃあね、だから自分本位の優しさっていうのがめっちゃ出てくるね、ブー太郎の。例えば、それでもいいから言ってみて。じゃあそれ今言ったやんか。自分と一緒におってくれることの優しさもそれやし。それめっちゃ究極やな。究極でもないやろ。ほんまの自分本位の
そのなんか大きくまとめた言い方というか、もっと細かくこうなんていうの、例えば、そうやな、ブー太郎がゆうちゃろに優しくしてるところで言ったら、あんまり干渉しないとかさ、干渉し洗濯物畳んであげてるとか、ああ、なるほどな。そうもっと具体的なやつが欲しいわけよ。そう逆に聞くわ。ゆうちゃろの優しいとこは逆に何？だからゆうちゃろの優しいとこは、ブー太郎が例えば、やる気あるかと見せかけて、例えば今日編集しますって言って、だからもうどこも行かれへんねんとかって言ってるけど、行こう行こうってなるやん、ゆうちゃろが。で、結局もうやっぱめんどくさくなる。今日とかもそうやんか。どっか行こうってなったけどさ、ただ編集とか忙しいからなんか微妙かもって言って。で、まあそこはいいのよ。で、その後にブータラは例えばそのままそんなこと言っときながら寝ました。それを笑いに変えてくれるとことか。でも、そうやな。でも自分都合やもんな、それも。なんだろうな、ほんまの優しさって。分からへんくなったか。なんかめっちゃ深いようなこと言っててうざいねんけど。じゃあ別にあるよ。じゃあ自分じゃない。優しい。ゆうちゃんの優しいとこやろ。すっごいね、もう毒舌のイメージが強い人もいっぱいいるかもしれんけど、今職場にベトナムの子がいるって何回か言ったと思うんですけど、なんかもうブー太郎とか例えば N さんに対してはもうすっごい適当なわけよ。だけどそのベトナムの子とか、そういうあんまりまだゆうちゃんの本性を表してない人に対してはなんかもう幼稚園児を扱うような喋り方でなんか問いただすみたいな。大丈夫みたいな。なんかさ、すっごいね、なんか真似できひんねんけど、なんかもうなんか幼稚園児をこう世話するかのようななんか優しい口調になるの急に。これはこうやから。なんか笑顔とかもすごいね、嘘っぽい笑顔で。なんかそれでなんか真似できん、それで大丈夫みたいな、なんかさ、俺とね、あんだけなんかいろいろ言ってくるけど、なんかマジ外行きゆうちゃろっていうのがいて、なんか大丈夫やからな、自分がやってくるから、大丈夫で、うなずきもすごい、みたいな。相づちが多くなんねん。なんか例えば、今うち下請けでやってるけど、そこの場所の本当のそこの会社で働いてる人とかが、ゆうちゃろうくん、これやねんけど、どこにあるか分かるかなとかって聞いてきたら、それはですね、みたいな、ここにありますよ。みたいな。すごいね、この相づちのの量とか。でも優しいってことを言いたい、とりあえず。なるほど。そう。そうなんや。そういうのじゃない？ほんまの優しさって言ってたから。いや、なんかそういうとこあるんやと思って。なるほどな。そう。だけどさ、あんたもだって言語覚えようとするやんか。でも結局覚えてないで、死んじゃうとか。覚えてるやん。え？それ意味分からへん自分。どう言ってんらブー太郎？なあそれ。ブー太郎の名前はブー太郎です。ブー太郎？どう言ってんらブー太郎？あまり干渉しない洗濯物を掴んでくれる思春期の息子を持つおかんやん。確かにおかんみたいな優しさよな、ブー太郎って割と。そう。なんかゆうちゃろの優しさでもみんながもう分かってるじゃん。なんかさ、多分優しすぎてやけどかもしらんけどさ、これまた発生するけどさ、なんかこう気になんねやろな、なんかほんまおかんか、なんか中途半端におかんかしてきてるからさ、なんかこの間のさ、料理配信の、これ発生した話よ、料理配信のチンジャオロースカを作るってなった時に、こう、要は牛肉を使うってなって牛肉の細切りやから、じゃあその牛肉のブロック何しようかみたいなった時に、なんかこうもう大体もも肉がいいなみたいなって、それ買うってなったんやけど、その横でさ、ガーガーうるさいわけよ、ブー太郎って。なんかこの肉がこうなんか硬そうやからこっちの方がいいんちゃうとか言って、でも結局あんたが最終的に作るからあんたが選びとかって、なんかその最終投げつけてくるんよ。投げつけてくるっていうか、アドバイスやと思って、アドバイスと思ってそのままほったらかしにしてくるのは
よしとしよう。自分もいいね。それで。最終的に選びって言って、あ、分かったって。じゃあ自分で選ぶわって言って、自分が選んだ肉をカゴに入れようとすると、あんたそれローストビーフ用って書いてるけど大丈夫なんとか、なんかいち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 さ、いや自分これでいいと思ったからこれ選んだのにさ、まだ言うかと思ってさ、そういうなんか口うるささみたいなのちょっとずつおかんっぽくなってきてるなと思って。あれも優しさなんやろうな、アドバイスと思って。いやもうええやんみたいな、自分がこれでええって言ってんねんからこれでいいんちゃうみたいな。まあね。みたいなのはあるな。はい。おかんみたいな優しさやな。そうですね。らしいですわ。まあでも、まあこの質問はなんで優しいんですかって多分ブータロに聞かれてるんで、そうまあ最終的に答えると、多分いっぱい傷ついてきたからやと思う。あのね、良くも悪くも認めたいのよ。なんていうんやろ。だからどっちの気持ちもわかるんですよね。批判したがる人もわかるし、批判を嫌う人のあれもわかるし、みたいな。正解と不正解ってないやんか。ね。世の中に。ね。それをなんかもういろんな場面でこう人の観察したりとか、まあ、自分に対してもそうやし、自分も今までこういうことを言って正義感ぶってたけど、いざ人生振り返ってみれば最悪なことしてるしとか、まあ、経験がこうさせましたね。らしい。でも本当にそう。だから、あんまり自分の価値観をそんなに今の話聞いてたらさ説得力ないかもしれないけど、なんていうの、そう、ほんまアドバイスはするけど、押し付けたくないわけよ。文句は言っちゃうけど。結局だってさ、そんなに嫌やったらさ、やめてよ、ローストビーフとかなるわけやん。もう絶対嫌やって、みたいな。もうローストビーフ無理やから、もう変えてきて、みたいな感じが、ほんまの、あれやん。自分の意見を突き通すやん。また文句言いつつも、まあそうな、みたいな。そう。ほんだら、まあ、それは結局本人次第やけど、まあ、受け取り手側がな、そこはもう判断することやから、もうどうしようもないけど、そういう、なんか、おかんみたいになったなと思って。そういうの見ると面白くてさ、笑っちゃうねんけど。まあだけど、もうそれが人間よ。そう、もう経験と、あとやっぱ親のそういうので育ってきた。まあ、綺麗事とかじゃなくて、ほんまに親にずっとこう、まあ、おとんもそうやけど、まあ、特にお母さんがさ、もう結構偏見のない人っていうか、もう好きに人生は楽しんだもん勝ちやでっていう、なんかもういろいろ、なんか聞いてないふりして聞いてたから、ブー太郎は。もうなんか、そこがちょっと根っこにやっぱあるから、教育っていうのもやっぱ大事なのかもしれないね、ちっちゃい時のこう。親の考え方だから親がもっとこうさ偏見の塊でガミガミうるさい人やったらこんな優しくなってなかったかもしれへんし、そうやな。そう育った環境も結構大きいよな。でプラスやっぱ自分で経験してきてこういうこと言われたら傷つくんやとかさ、なんか学ぶやん、まあ、だからもう八方美人って言われたらそれまでじゃないけど、まあわかんないですけど、まあ、そういう感じです全然答えになってない。 YouTube のコメント来てますかね。ウェディングアルバム欲しいってね、書いてくれてる人、本当にありがたいんですけどね、もう受注生産だったんで、もう締め切っちゃったんですよ。申し訳ないです。いつも幸せな気持ちにしてくれてありがとうございます。こちらこそ。違う職場に今後またなることありますか？全然あると思います。ね。全然ありえます。はい。性は女で心は男でも好きになるのは男性って人愛せますか？誰にも言えないけど。待って、ちょっと待って。なんて。性は女性、染色体女ってことやな。心は男。染色体女で心男。はい。でも好きになるのは男性。なんか要は心が男やから男性やけど、だからまあボーイッシュな子が男を好きってことやな。そう。言い方変えると。なるのは男性って人。でも好きになる男性って人愛せますか？誰にも言えないけど。全然相手が相手側に自分自身の存在をどう見てほしいんやろうな。女として好きになってほしいのか、男として好きになってほしいかみたいな。なんか多分そういうのって結構繊細、なんていうの、繊細じゃない。まあね。まあだけど、
まあそれはやっぱ人それぞれいろんな人がいるけど、どうそういう人愛せますか？だからなんだろうな、見た目でどうこうじゃないやん。結局今まで自分たちがこの一緒に入れたのって見た目で一緒に入れたわけではないやんか。見た目が全てなわけじゃないからさ、もちろん見た目もありきやけど、でも多分長くいるのって見た目だけじゃ多分ほぼほぼ無理でっていう考えなんやな、自分は。どっちかっていうと、もう見た目だけではほんまに飽きてまうから、中身やからなあ、そういう人に巡り合えたら愛せる。自分がもしそのブー太郎がもしそうやったとしても、ブー太郎なんやったらそれが愛せるっていう話よな。そうだよね。ブー太郎も一緒かな、大まかな意見としては。これ多分結構さ、最近改めてたまに考えることがあってさ、なんかもういろんな人いるからもう分からへんけど、なんかずっとこう男性が好きなのかもなんかもう分からへんくなってきた最近。なんかなんなんやろね、好きとかって。なんかほんまに性別関係ないなっていうことは言いたいだけやねんけど、結局、簡単に言うとね。だからみんな両生類であるべきやなって思ったっていう話をしたいだけ。そうね。本来だったらね、何のあれも固定概念とかもなければ。やっぱ歴史とかこうなんていうの、こう今までのさしきたりみたいなんじゃないけどっていう影響ってやっぱ大きいなって思うわけよ。だから、まあ、変な話しちゃったら、さっき今セカンドパートナーとかも流行ってるやん。流行ってるっていうか話題になってる有名な人がきっかけで、あれとかも一見さ、もちろん最悪やねんけど、人間の本来的に言えばなんかごく自然なことでもあるんかなって思っちゃったわけ。そうやと思うよ、自分も。決まりみたいな感じはやっぱ結局こうもう誓い合ったから、もちろんその大事なんやけど、結局失恋してまた恋できてるってことは結局一人の人しか愛さへんのが正義みたいなの、このなんていうの、文化が当たり前でこうそうしなきゃいけないっていうのがさ、前提としてあるからそう思い込んでるけど、なんか無理やり本来の本能を縛り込んではいるよなって思うわけ。なんかでもそれがあれなんじゃない、人間として生まれてきた理性というものがあるからってことやろ。動物的に生きてたら今頃もうむちゃくちゃやけど、秩序が保たれてないけど、その秩序を保とうとただ理性で頑張ってるってだけの話やろ。まあ、頑張ってるっていうか、なんかもうそういう決まりやんか、だからなんかそういうやっぱ固定概念じゃないけどっていう影響って大きいからな、難しいよね。なんなんやろと思う。なんかこういうの突き止めてったら別に一般の人がそれをする分には別に何の問題もないけどさ、あれは単純に表に出る側の人間がそういうことをするにあたってさ、印象良くないよねっていう話なだけなんじゃない？そう、絶対良くないよね。そういう売り方をしてきてたのに、っていうだけの話やろ。だから別にそこにそれがダメっていうわけではないと思うねんけど、自分は。でも世の中の大半は絶対批判よ。そういう見せ方で見てた側からしたら、それはな、ってそういう人やったんやみたいな言い方になるよね。変わるよな、そりゃ。ってなったらやっぱこのさ、まだ話戻るけど、やっぱその性別、男と女が恋愛をこうして結婚するもんやっていう固定概念が覆るのもやっぱ難しいのも現実なんやなっていうのも分かるわけよ。もう長い歴史でずっとこうなってたから。そうだからなかなかみんなに、大半の人に認めてもらうっていうのは難しいけど、何が言いたいかっていうと、自分がこうしたいと思ったことを大事にしてほしいなっていう。そうやな。結局自分やな。そう、自分に自信持ってほしい。だから結局仲間がいるんですよっていうことを言いたかったんですよ。そう、はい。だからその今こう質問してくれた人、性別が女子で心は男でってということに多分コンプレックスがあると思うんですけど、
絶対それを認めてくれる人も拒否する人も両方いるけど、認めてくれる人が必ずいるので諦めないでほしいなっていう感じですかね。すいません、変なちょっとなんか長い話になっちゃって。なんかある？一夫多妻制をしてるってことっていうの見えたけど、押してはないです。でも人間の本能っていうか、そもそもがなんていうの、こう別にその2人の問題やからあれなんじゃないの？その2人が OK やったらいいんじゃない？別にそこでさ、うんあかんとするっていうのもそれが第三者が決めることじゃないから、一夫多妻であろうが一妻多夫であろうが、別にその2人が OK って出してるんやったらいいし、多分普通みんながせえへんのってされて自分も傷つくからしたくないが多分一番根っこに大きいと思うんだよな。周りの目よりもされて、もし自分がして相手が傷つくのを見たくないとかさ、相手がされたらって考えると胸が締め付けられるとかって考えた時にせんとこみたいな、多分思いとどまるのって大体そうではない？周りの目よりもだと思うから、もしその2人が話し合って OK なんやったら別にいいんじゃない？2人の問題やから。うんこれは表に出てる出てない別として。うんそうですね。まあ難しい。今年は親にも再会して大きな変化があった年ですが、来年に向けて新たに挑戦したいことありますか？来年に向けて大きい挑戦。いや、ほんと変化の年というか、ほんと再会の年というか、そうですね、なんか、すごい1年だったんですけど、来年か、そうだな、でも、とりあえず今年は再開し、どうなんかありますか？なんかもう楽しく生きれたらいいかなって感じで、何をするにしても。うんうんうん楽しい1年で。まあ、大事なことですからね。うんまあ、薄いっちゃ薄いけど。なんじゃそれっていう感じやけど。でも一番そうなんじゃそれって思ってることが幸せですね。ほんまに。本当に。なんか今日本人で入れることって幸せやなと思いますよね。なんだかんだやっぱり。まあみんなそう文句言ってる人も多いけど、なんか全世界を見渡したら、なんかだいぶ恵まれてるなと思いますもんね。自分でも挑戦したいことっていうよりかは、来年こそ、なんかもうちょっとギター頑張りたい。またでも今年の1曲弾けるようになるのはまだ諦めてないからね。ああそうだね。そう。とりあえず路上ライブプラス、あのさ、挑戦するか迷ってることはある。来年から。何 YouTube 面で。何あなたの日常に遊具号あったよ。一時期毎日更新しますみたいな。でも、ゆうちゃろうがこう、疲れてきてとかで、仕事もあって、あの時は。で、だとしても今一緒やけど、ゆうちゃろうがやるの多分しんどいやんか。結局どっちにしろ。性格上。なんかブー太郎の、いらんな。なんか毎日のこの、キモいか。迷ってんねん、これ。だから、言ってこない。これもう毎日、もう日記をつけようかなっていう映像ありきの。何回か言ったことあんねんけど、今日こういうことしたとか、まず今日こういうこと考えたいよねとか、いろいろさ、なんていうの、記録じゃないけど、っていう1年限定であっても面白いんかなとか思ったけど、でも結局なんかこれ絶対みんな飽きるやろうな、しかも自分も続かんやろうなとか思ったら、っていう感じで、そう、悩んでる。でも多分やらない。でもやるとしたら、それこそ別の森太郎の個人チャンネルを作るのか、それこそこのチャンネルでやるのかとかさ、いろいろ考え出したらなんか、もうめんどくさと思って考えるのやめてることは一応ちょっとうっすらいるっていうの。そう路上ライブ本当にやるのって、でも本当にやりたいんですよね、いつか歌は。
言うなよやらんのだからとかって、こういうマイナスな発言ってほんとさ、なんで嫌やんな。何が言うなよやらんのだからとかって言われたらさ、ごめんってなるよいいやんか別な。なんでに。そんな別に気になる言うぐらいいいやんいや別と思っに。ちゃうわけ。あ、そう。そまあでもそれに過度に期待してしまう人もいるっていう事実もあるう。からな。確かに。そう。だからそれは。路上ライブやってって、路上ライブ行きたい。今日は夜誘ったとか書くんとかって。書くんじゃない喋る。ギターとライブをぜひ、ギター聴きたいって。今日早く終わってしまったとか。ギター聴きたい。路上ライブやるなら絶対行きたい。ほら、こんなに言ってくれてる人をね。でも路上ライブするのってさ、相当ギター上手くならないと無理やもんな。あれ音源でいいか。あ、ギターで路上ライブしようとしてるわけいや、自分音源でやるもんやと思ったからさ。まあまあ、でもいいんじゃないそのちっちゃな、なんていうの夢でも何でもいいけど、もう持っといたらさ、それがいつか実現。あなたもそっち側の人間な勝手に言ってればみたいな感じやろ。だって別に人の夢に介入するあれはないやんか。介入とかより興味ないって感じ。あ、そう。私あれするあれもないなと思うから。そうん。うブタル YouTube パチンコ収支見せます。渡るパチ屋は負けばかり。パチ屋もう行ってないからね。行ってないなぁ。ほんまに行ってないなぁ。うん。全然やなぁ。坊主にしなきゃなんないから。あということでちょっと質問止まっちゃったんで。あ。いい質問。いきます。休みの日に出かけることが多いお二人ですが、体ちゃんと休めてますが、疲れやストレスはないですか？ゆうちゃんがすごい言ってるこれ。なんか、ね、疲れたとか、休みがないとか、なんか寝ても寝た気がせえへんとか、すごい、なんかマイナス感じがよく聞くかも最近。だからストレス溜まってんのかなと思って。ストレスっていう、まあそうやな、ストレスやな。だから寝るときにやっぱりどうしても季節の変わり目でやっぱ寒くなってきたっていうのもあるから、やっぱりどうしてもワンちゃんがな、ガサガサしだす季節柄でもあるから、この時期って特に寒い。急に寒くなって夜になったらやっぱ冷えるやん。急に冷えるやんか。ガッて。気づいたら寒みたいなんでさ、一人で寝ててもやっぱあるけど、やっぱそれが余計にあるぐらいかな。まあ、でも休みがないっていうよりは、なんだろうな、まあ、逆に有意義な時間を過ごせてるよな。休みがないって言ってしまえば確かにそれまでやけどさ、ほんまにゆっくりカタンって。でも今日なんか、今日とか昨日はあれか、バタバタしたけど、今日は別にほんまに自分もゆっくりしたし、どうそういう意味では、プータローはゆっくりできてるなんかでも、言ってるんですけど、寝ても結局しんどいんですよね。あんたでも仕事の休憩中寝てるやん。ちょこちょこ。それはそれ。あれはどうなのやっぱ疲れ取れるなんか昼寝って結構いいって聞くやん。仕事の、実際それを推してる企業もあるぐらいやからさ。いや、結局怠けるだけやなって思ってんのよ。寝るって。昼寝10分するだけでさ、うんその、なんていうの夜の寝不足が解消されるぐらい、10分の昼寝が、みたいな。その一瞬は気持ちいいなってなるけど、そのマッサージと一緒よね。マッサージもした瞬間は気持ちいいなって思うからいいけど、結局長い目で見たら全然また疲れてくるしいのと一緒で、なんか結局やっぱり時間は無駄にしてるなって思っちゃうわけよ。結論、いっぱい寝てきた人間が経験してきた上で。で、なんかその、寝てなくても結局しんどいし、寝てもしんどいんやったら、寝てなくて何かやってる方がやっぱいいんやろうなって思なるほど。う。まあだけどその、なんていうの、まったりする時間も楽しいからもまあ、それはそれで、あれやもんな。楽しいよいいんですけど、まあ目標が何かによって変わるんじゃない？将来。なんかもう、なんかもっとこう高らかな目標がある人は、ね、ちゃんとやった方がいいし、目標ない人は後々がね、後悔するのも自分やからさ。いいと思う。それはそれでいい。そう、だから、もう常に疲れてます、私。なんかもう、でも昔の方が疲れてた、太ってた時の方が。ああ、やっぱそうなの、体型やっぱあるんや。やっぱ運動とかって大事やなと思う。血の巡りで結構マインドって変わるなって感じがしますね。だから今、
結構筋トレしつつも一番スクワットじゃないけどブリッジするとめちゃくちゃいいです。そうなんや。血が急にこう回るというか、体もこう背中がこうピンってしてくれるんで、ブリッジ20秒間1日3回皆さんやってみてください。2人が女性だったとしたらバッチリメイク派、薄化粧派。ブー太郎は絶対バッチリメイクしてた人だと思います。自分めんどくさがりやからせえへんかも。そう。ブー太郎は多分めちゃくちゃしてると思う。質問って、ブー太郎ハロプロマニア研修生ってお亡くなりになりましたね。あ、たまに出てくるで。なんか車でブー太郎の携帯の YouTube に繋がった時に名前がそれになってる。ああ、そういう意味ではあるけど、その消したりとかはしてない。誰なんと思ってこれ。そうなんかああいう動画もね、全然やりたいんですよ。やりたいけど、もう余裕がないですよね。今、ただでさえこの2人のチャンネルの動画の編集が終わらない。とにかく編集が嫌いなの。そう。だからさっき言った毎日ブログはもう編集なしで。ああ、なるほど。そうただ語るっていう感じでいこうかなと思ったんですけど、ゆうちゃさんさ、じゃあさ、ちょっとコメントの方見てよ。なんか質問とかそっちの質問は終わりそう。大丈夫。いや、なんかそれが気になってしゃあないんだけど。全然終わらなさそう。あ、ほんだらそれ優先した方がいいんじゃない？だってそれをのためにみんな質問教えてくれてるのにさ。だけどいいよお互い見るって言ったから。そうお願いしていい？最近ゆうちゃろくんの仕草や言葉でキュンとしたところ。キュンなんか一個自分が思い当たるとしたら、誰のワイフやねんって言った時に、でもこれもネタやから別に誰か。そうですね。はいっていうのがブームですけど、なんかあるかな、仕草。だけどだからその子供ゆうちゃろうの時かな。子供ゆうちゃんの時。お腹すいたとかさいうなんかテンションの時が最近顔はもうなんかおばさんになってきたな。母性がくすぐられるとか今言いかけた。母性ないのにって感じかもしれないです。ブー太郎さん、ダイエットしてから体型維持されててすごいです。どうやって体型維持されていますか？全くですよ。本当何回も言ってますけど、太ってきてるんで。だけど、それこそブリッジ。あと、毎朝、職場行ったらちょっとした休憩があるときに、ゴルフの素振り、ひたすらしてるのと、あと、腕立てとかいいですよ。腕立てとか、プランクとか、なんかとりあえずなんか一日何も筋トレをしない日を、筋トレじゃなくてもいいんですよ。ストレッチでもいいんですけど、とりあえず体をなんかするっていうのが大事かもしれないですね。多分それやってなかったら今頃もっとリバウンドしてると思うんで、なんかやっぱり一番はやっぱ食べないことだと思います。食生活食べないっていうちょっと語弊があるけど、余分に、それこそお菓子とか、8分目で抑えるっていう感じだ。もう朝昼、夜、でもう間食はもう3時までで終わらせて、で夜ご飯にあんま炭水化物を取らなければ基本太らないと思うので、ゆうちゃのパパに転職した話はしたんですか？なんか知ったよな。なんでしたっけ？あ、アマズラが言ったんや。そう。知ってます。だから今までで一番楽しかったデートはあってよかったらその時のエピソードも教えてね。楽しかったデートか。何やろうな。楽しさもその時でまた全然違うからな。なんか、楽しいけど切ないみたいなデートは最初の頃あったわな。例えばなんかほんまに、このデートで終わりかってなんか毎回思ってた。だからその付き合うまでのな。めっちゃ楽しいね。だって、多分好き同士の本人がさ、一緒にいるだけで多分楽しいやん、絶対。別に物関係ないやん。何をしてようとさ、例えばじゃあ、なんか、体を動かす系のさ、例えばサーフィンとか、
ゴルフもそうやし、なんか別にそのものに頼らず、ほんまにただ好き同士の2人がいれば何しても楽しいやん。喋ってるだけでも楽しいし、けどなんか切ないよなっていう時期はあったな。まあでも楽しく、なんやろうな、そのほんまに純粋に楽しかったのって言ったら2人でゴルフ行った時とかかな。自分は割と旅行も確かに福岡の旅行って結構割と楽しかったって思われがちというかさ、まあ、確かに楽しかった部分もあるんやけど、だからそのちょこちょこなんか喧嘩もあったもんな、福岡ついて食べ物屋さんでとか、そう、そんなんとかもあったから、なんか別に楽しかったら楽しかったけど、純度100%で楽しかったって言ったら2人でゴルフとかかな。何のあれもなく。どう太郎はでもやっぱ福岡がやっぱ一番最初に旅行っていうのが唯一の2人のあったから、それがやっぱ一番最初に思いついたけど、でも単純にもなんかその常日頃が楽しいんですよね。毎日がデートというか。どこ行ってもな。なんかもうほんとキンキンに言うと最近のポケモン GO デートも楽しい。大阪でひたすらポケモン捕まえながらポケストップ回しながらな。なんかすごい強いポケモンがこうある場所にいて、それめがけてこう2人でこう走ってこう携帯向けながら行ったりとかかな。そうよな。なんか何してても別に楽しくないことはないよな、一緒に出かけてて。それは途中喧嘩したとて別にな、結果楽しかったと思ってるもんな。そう難しいね、一番って言われると。頼むよって、不定期でいいからまたホラーナイト開催してって、これずっと言ってくれてるよね。ホラーナイト今なんかブータでも何回か言ったことあるんよ。ホラー系のあんの？ホラーナイトではない、ごめん、ホラーナイトではないんやけど、地球防衛軍とかハマってた時に、もうどうしよったらやろうやって感じだけど、なんかゆうちゃろはこう、なんかそれこそ、なんかもうこの2人の時間を楽しみたいってなっちゃうねんな。そうな、なんかゲームして喋られへんからな。喋ってたけどね、昔。いや、集中せんかったらいけんねんけど、そうやってゲームがおろそかになるからさ。そう。全く。なんかほんまにやりたいゲームの時は、やりたがんないよね。だからこの間の人生ゲームとか桃鉄とかもやっていいんけど、スイッチやから配信の仕方が分からへんし、プレステ4やったらさ、もうなんかできるからいいんですけどね。だから最近やりたいゲームがないっていうのもちょっとでかいんですよね。確かそう。だからまたやりたいゲームがあって、かつ配信できそうやったらやりたいとは思うんですけどね。ごめんね。そうやね。昔のあの感じ楽しかったもんね。あ、質問消えちゃった。どこまで見たっけ？なんかある？上太郎くんの両親はゆうちゃろくんのことをなんて呼んでるのって。婿殿って。婿殿じゃない。びっくりした。そういうことか。もう下の名前くんやな。ゆうちゃろうやから、ゆうくんって呼んでるの。そう。でもお父さんはあんまりなんか名前で呼んでるイメージないな。確かに。多分照れてんのあ、そうだ。って感じですかね。もしお互い連絡が取れない状態になったら何日ぐらい耐えれますか？1日やな。1日で探し出すというか、探しに。1日やな。なんか1日ぐらいやったらなんかな、あるんかなって思うもんな。お菓子みたいなな。そうだね、1日ぐらいかな。前の仕事の時にだって半日で全然なんか帰るからちょっと連絡こうへんかっただけでそわそわしたぐらいやから。そうやな。まあ、環境が環境なんでね、多分これがもう遠距離とか仕事が別々とかやとまた話変わってくるのかもしれないですけど、あれはだからブータローもちょくちょくあるんよ。なんかこうそれこそ昔やけど、パチンコ行ってくるって言って、パチンコ朝からもう
鉄砲玉よ。もう撃ったら帰ってこへん。で、夜、だいたいさ、終わる時間って、わかるやんか。閉店時間。なっても帰ってこへんのよ。何してんねやろみたいな。で火またぐわけよ。と思って。あんねん、この家で。で、何してたかっていうと、温泉入って帰ってくるね。それを知らんから、こっちは。温泉余った時期な。LINE をしてんねんけど、既読もつかへんし、電話したら、なんかロッカーかなんかに、いや、入ってない。ロッカーかなんかに入れて、多分電波が通じひん状態で、現在この電話をおつなげすることができませんみたいなメッセージがなった時は、もう、そわそわ、ドキドキした。あったか。あったあった。電話繋がらへんやん。どないしたみたいな。温泉行くやって一言言っといてみたいな。あったけども、帰ってきたらやっぱり帰ってきたら怒っとするからさ、別にそこまで怒ることもないよと思って。ただ、そうそうするよな。そう、温泉とな、コンビっていうの分からなかったわ。うん。でも楽しい配信ありがとう。ありがとうございます。こちらこそ。今年2人にとって変化の年になったけど、さっき見たやつかと思った。振り返ってどうでしたか？いや、本当に。そんな振り返る時期になってしまったんやな。11月やもんな。なんか、心が晴れた1年だったかもしれないです。なんか、ずっと引っかかってたモヤモヤが途切れたし、あと、仕事こう別々になった苦しみからも解放されたし、結婚のあれもできたしな。できたし、なんか本当に多分一生振り返っても相当なんか振り返りたくなる年だったかなっていうぐらい濃い1年でした。ほんまに来年とかも再来年とかもずーっとこの年のことを話せそうやな、今まででいう福岡の時みたいな感じだな、だから本当に幸せすぎたなっていう感じです。ブ太郎はリサイクルで歌う鉄板の曲を教えてください。ちなみにあの歌は何番目ですかって。何の歌やろ？なんか、ブ太郎忘れてる？ブ太郎リサイクルっていうか、ほんとカラオケ行かなくなっちゃったんで、なんもないんですけど、でも、さよならの前には絶対なんかよく歌ってたな。なんか知らんけど。なんでなんやろな。二人の曲って感じ。君にさよなら続けるため僕ら。でも今最近ハマってるのは、なんだっけ、ノーベルブライトさんって合ってる？誰？知らん。夢花火。人、バンド。夢花火が歌目。あ、そうなんや。溢れ出す想いを抱きしめていたよっていう曲がね、かき氷屋さん行ったら流れてきたんよ。これがね、そういういい曲やなと思って、そっからよく聴くように最近なってるのと、あと、何よく聴いてたかな、最近。ほんとね、お箱曲って何なんやろ？なんかそれぞれの時代によって変わるんですよね、ブー太郎って。もうほんと歌手やってた時代とかやったら、抱いてセニョリータとか、羞恥心とか、よく歌ってたしって感じで。すいません、だから5曲、パッと好きな曲、鉄板5曲で言うんであれば、わかんないんだけど、マジで。どうしようって感じ。あれは入ってないの？あんたが過去に作った歌は。入るわけだな。そう。そんな否定されると思ってないから。びっくりした。そうだ。めちゃめちゃ否定的やのがびっくりした今。そうなんや。えらいや。わけない。思い出ある歌でもないんや。そうね。ゆうちゃろくんの歌も聞きたいよね。ゆうちゃろラップやってよ。いやや。マジですごいね。ゆうちゃろラップ部門に関してもゆうちゃろの方がうまいからね。完璧。ごめんなさい。だからあんまりね、おはこ曲ってないかもしんないです。ゆうちゃろは飾りじゃないのよ。涙がとか、RPG とかのイメージあるな。飾りじゃないのよ、ピンコは、あはーとかって、腰踏んで。
好きだと言ってるじゃないのってこちらやってるもうアキナちゃんが謝ってって感じお母さんも見てるからこれいっちゃんも怒られんだったあれやったらそうだ。ごめんなさいね、アキナちゃんのファンいたら本当失礼しよう。こんなしてなんか盛り上がってましたね。で RPG はこう夜の音楽隊とか言ってこうピアノこう楽器吹きながら後ろがRPG 歌いですね。空は青く澄み渡り海を制覇してあるじゃあスターライトパレードか。あーなんかあったな。久しぶりに聞いたわ。スターライトパレード星が降る眠れない夜にこれさ、お水も出へんのも。もう出ない。はい。もう一度ドゥルルルルルルルキャッチ・ザ・ドリームな。そうやね。多分それが入るんかなと思ったけど入らんかった。キャッチ・ザ・ドリームはみんな聞いたら爆笑するじゃない。でもうすぐその親の動画が公開したら解禁しますからね。いやもうみんなに絶対笑われる。もう本当に歌詞とかももう4流ぐらいのレベルの歌詞やしキャッチ・ザ・ドリームキャッチ・ザ・ドリーム全然違うんだけどあ、違ずっとこうやってバカにしてくるんだけどキャッチ・ザ・ドリームう。もう音源も何もさ、聞いたこともないからさ、どんな音かもわからんからさ、どういう曲調かもわからへんからさ、最初太鼓の音で始まるんだけどそうだ。太鼓の音で始まるの。そう今でいうシンセサイザーとかさ、そのエレクトロ調とかでもない。もうなんか和な感じで始まるよ。わーな。そうマジか。ちょっと歌ってあげようか。そう、デレ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 初解禁デレ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 ケチャリケチャリこのまま終われないいつか見たい夢があるから逃げないでそんなくないで諦めないでいて I am demon違うよトミーピアノは形だけのものなんですよ。形だけのものはピアノからキャッチ・ザ・ドリームの速さ始まるんですよ。全然ちゃうやん。人って結局自分が一番なんだぞ自分も含めて人って結局自分が一番なんだね何を言われても何をされようとだったら私は人に染まらないでここでピアノが終わって急に明るくなるねドゥーチューとかやってドゥルドゥーンってそうだな。ね本当にすごいあのねな。本当ひどいから全然想像してたのと違うんだけど、そりゃちゃうわ。そうキャッチ・ザ・ドリーム。キャッチ・ザ・ドリームじゃないねキャッチ・ザ・ドリームキャッチ・ザ・ドリーム早っ。あまりの速さに笑ってしまったわ。そうな。いやいやみんな多分ね笑うよ太鼓どこどこどこ太鼓でびっくりした。いやもうほんまにひどいから今の方がまだうまく歌えてるんじゃないかな。なんかもう CD も聴いたら鳥肌立ってないから汗出てくるぐらいの鳥肌やられてそうなの、うん、聞いてみたいそうそうそう、まあ、また聞かしていつか来年かな今年中に聴けたらいいですけどねみんな爆笑してくださいでもこれもいつかライブ再開したらアイムはドリーマーって2024年いやもう笑わないでアイアムドリーマーかそうキャーって笑う準備してたのにってさ笑うよもうライブ映像とかひどいんやからちょっとごめんなさい長引いちゃったら歌の話はいそうなんかなんや質問来てた
すごいやろ、自分で作詞作曲したやつで、これ。キャッチザドリーム。キャッチザドリーム、キャッチザドリーム、キャッチザドリーム。で、一回反転するから、反転じゃこう、一個キー上がるね、途中で。よっこい正一さん、いつもの。ありがとうございます。初解禁ご祝儀だって。これちょっともう、あれ、形だけのもの、もう続きいくじゃん。行こうか。その、ピアノ終わったとこピアノ終わったととこから。どんなやった歌詞が。すごい、歌詞もこんなすぐ出てくるのすごくない？うん。でも自分でやっぱ思い入れのあるんやろな、そんな。大した歌詞じゃないのに。いや、そう考えたっていう。都合のいいこと言って正当化してるだけそんなことしてお互い様なんでこっからサビ私は結局一人で誰もが結局一人で仲間なんて言葉は幻に過ぎないの私は誰も信じない誰もが人を信じないだから人の絆なんてって形だけのものなのが一番そうなんそうや。いや恥ずかしい姫ちゃんどうしたんやろななんか聞こえてない自分もプレシャス書いてるけどな。どうした何怒ってんのそんなさ引きつった顔で見てほんとにくれるゆうちゃろうのすごかったけど今横でゆうちゃろうの歌ってる横でなんかどう反応していいかわからないみたいなそう。聞いたことない歌やったからどうしようと思って。いやそりゃそうやろ聞いたことあるって言ったらどうしようかと思うどうしたのうるせえよ。はいということで次いきます、闇を感じる歌詞でいいですねいやだからこれ前も言ったけどブータルはこう孤独な時に書いた歌やからめっちゃ薄っぺらいんですけどね書いてることはもうちょっと比喩みたいな感じでね作れって感じなんですけどどこにおるんっていうコメント来てどういうことですかもどこにおるんここにいますよどこにおるんや。いつも楽しく拝見してますお二人がお互いの存在を愛しいなと思うことを教えてほしいなってどうなんて二人がお互いの存存在を愛しいなと思うことを教えてほしいなって愛おしいなと思うことをはいなんやろうな。なんかもう普通に一緒におるだけでそう思えるよな。そうねうん。まあそれやつちょっと面白みに欠けるから面白みを別に。なんかもっと掘っていこうよなんか例えばゆうちゃろうに鼻毛が出てる時を発見した時とかあかわいいってなるそう。うんまあ確かにブータロのひげに白髪が見つけた時とかも可愛い愛しいってなるよ愛しいってなる。たまにここのケロイドがなちらって見えてるところも愛おしいってなる。この間ケロイド3今3匹おんねんけど1匹目、2匹目3匹目って、ここにさほら4匹目のなケロイドもとケロイドもどきが出てきてるけど必死で薬とか塗って今進行抑えてるとこやっぱり嫌よだってさ服脱いで美しい子めっちゃ美しかったわけ覚えたら昔体もこうちょっと普通に鍛えてたのだから今度出てきたらやっぱ嫌やんこれああそうなんよ、なんか全然自分なんか見慣れすぎて分からへんくなってるわ麻痺してんやろな、もうすいません抹茶さんまで歌聴けて嬉しかったですってどうしようも CD 送らなあかんね2人にこれCD 買える値段送ってくれてるからもう本当にありがとうございますライブ配信での20回目のスーパーお祝いしましょうって来たどういうこと ?20 回目のスーパーらしいです20回目なん抹茶さんめちゃめちゃおめでとうございますすごいな逆に20回ですねそんなもっとしてもらえてるつもりでいたけど20回目らしい抹茶さんがってことじゃない多分そういうこと全体だからの20回目そういうこと違うすごいもうありがとう抹茶さん20回目だって記念で全体ねんのかな全体ではないよなわかんないけどとにもかにくにもありがとうございます
まあそんな感じかな。だから最近その、ちょっとごめん。ケロイドが嫌で一生懸命進行を抑えてるのがツオってさ、面白くて嫌なんやと思って。はじめましてって2人の大笑い大好きですって言ってくれてる人います。初見殺しの、これ初見殺しの中、たまにしか起きないんで、レアですよ。はい、皆さん、いい夢見ろよ。生配信の準備中ってどんな心境なの？多少は緊張しますか？緊張もクソももうなくなりましたね。事前までなんかやってるよな、こちら。好きなことな。もう本当に。今日なんかで言うと、ボタロほんまにもう編集してた。ずっと編集し、自分もそれぐらいの時間になってきたら降りてきて、みたいな。お腹空いてとか。でさ、何食べるとかってやっぱお腹空いてないとか意味わからんこと言うね。なんかそうやね。お腹空いてる。すっごい最近イヤイヤ期がマジで。何歳のイヤイヤ期っていう。歯のせいで。人生何度目のイヤイヤ期ですか？今日久しぶりにお風呂一緒に入ったんですよ、お昼。それはなんでか理由、LINE が来たんですね、朝10時頃に。なんかどうするとか、ハーブスのケーキ食べたくねとか言ってから LINE がポツンってきてて。ブータロそれこそ編集したかったから、あんま時間取られたくないし、遠いのよ、この家から。遠いな。とかって感じだったけど、まあなんか悩んでて。で、お風呂入ってる時もなんかさ、ブータロがうっせえんだよみたいな。そんな時間ねえんだよとかって LINE で暴言吐いて返してて。だけどそれ無視してずっとなんか、生きてくね、フードコートとか行ってくねとかなんかすごい誘ってきて。でさ、行くんやったら早めの方がいいからと思ってお風呂時短と思って一緒にお風呂入ったんですけど、上がってきたらなんかお風呂入ったらめんどくさくなってきたわとか言い出してそう絶賛今歯痛いって昨日針金を変えたばっかりで、まあ今日からもうピークって感じでずっとここ1週間ぐらい続くねんけど、もう何食べてももう今下の歯が痛くてなんかうわまた始まったと思って、何食べても美味しくないわと思って、なんかお風呂上がったらもうなんかそれでお腹いっぱいになっちゃった。今ね、ブー対姫が繰り広げてます。ゴジラ対モスラみたいな感じで大体勝利がブー。トミー、お風呂2階にありますよってちょっと人の家の別にみんな知ってるからいいけどさ、洗濯機も2階にあります、犬たちね、この寝る前の対決っていうのがあって、これやったら寝るんですよ。ストレス発散なんじゃないかな。喧嘩っていうかじゃれ合いですね。なんかこう男子の息子たちって感じ。女子やねんけどもうブーとかひたすら腰振ってるもん最近。事務所そのままですかって何かイベント出演などの予定はありますか？事務所そのままですね。イベント出演の予定はございません。何も。だけど、そうだな、来年、ね、どうなるかって感じですね。だから、そう、皆さん、来年はもしかしたら、かもしれないです。一緒にお風呂入ってイチャイチャは今日はしてないですね。全くしてないですね。なんか好きなとこ5個っていうのが見えたんですけどね。はい、お互いに5個好きなところ言ってください。どこに書いてあるのそんな。お互いに5個好きなところ？はい。何やろ ?5 個好きなところか。何やろ抽象的になってしまうな。ブタロの参考にしよう。何？あんたのそのポケーっとした青面、ディスも入ってくるよね。あと、そうやな、歯についたご飯粒を、ブー太郎に突き飛ばしてくるとこ。あと、それ好きなんや。じゃあこれからもやろう。やっぱり好きじゃない。嫌いやけど好き。どっちやねん。あとはお出かけた時にエレベーターとか乗ってる時とかに後ろから膝蹴りしてくるとか。エレベーター？エスカレーター？エスカレーターとか。で仕事中とかもそうやってするとこ。あとは最近のゆうちろうの気持ち悪い笑顔。こうやって歯見せながらこうやって近づいてきて奇妙な気持ち悪い動きをするとこ。で、
あと昨日あったモニターとか自分の好きなことが気に食わんかったらしつこく問いただして周りに変な空気にさせるとこ全部愚痴みたいなとこ好きっていうそうだから嫌なとこも好きっていうのろけでした。どうだよこれに勝てるかな。勝てる。最近のブー太郎の暴言、仕事中のおせんだよ、さっさと言いやがれよ、このハゲとかなうるせえとかな、最近その暴言やろ、あとは一生懸命ブー太郎そのさ、ゴルフか、ゴルフのスイングとか何かしら頑張ってやってるところ、あとはあとは何かな。そうさっき言ってたけど、膝蹴りとかすんのにブー太郎最近何の無反応になってきてなんか全然反応してくれへんよ。蹴ってもさってこうちゃんと体も動いてさ、蹴られたっていう状態になってんのに、そんな別に強く蹴らへんねんけど、なってんのに無反応、全く、なところやろ。あとは家帰ってきて、すぐ普通にまたソファに、ゴテンってなって、ブー太姫と一緒にいびきかいて寝てるとかそう最近さマジで確信犯でブーと姫をなリビングに置いていくねんこの人。一緒に寝ると起こされるのが嫌で最近ブー太郎とブーと一緒にソファーで豚3匹寝てますマジで可愛いね。でももう最近さもうブーが柔らかいからマジで抱き枕にちょうどいいねんな。ブー嫌がってない？嫌がってない。あ、そう。すごいね、ブーの甘い甘いが。もうこんなんやで、人間界で言ったら。もうこの距離。あ、そう。ペロってして。あ、そう。で姫はケツかけてうるさいしな。まあ。そう。質問、ブー太郎、ブー太郎、ゆうちゃろう、ブー太郎、どっちが公式ですか？公式はゆうちゃろう、ブー太郎です。そうなの？そんな公式とかあるんや。どっちも似てるけど、はいらないです。っていうことを言いたい。ゆうちゃろう、ブー太郎が正解。ゆうちゃろう、ブー太郎ではないです。はい。以上、公式からでした。いいね、幸せってゼロ距離。そう。こんな感じで。質問コードが全然終わらないんです。そうです。それを。一個一個長いんやろな。もっと淡々と喋れって感じなんでしょうけど。最近の行動や表情で可愛いなとかクスってなったエピソードありますか？だからさっきのさ、話をこう、もっと掘ると、昨日さ、ゆうちゃろうの後ろのモニターがさ、降りてくるんですけど、ゆうちゃろうのパパは、ゆうちゃろうのパパが助手席、ゆうちゃろう運転で、ブー太郎とマミーと、妹が3人で後ろの席で、座る前の話や。まだお父ちゃんと出会う前に、ブー太郎助手席の時にモニターなんか使ってみって感じでドヤ顔で、妹に5000円でね、もう見えるから見たらええわとかって別に誰も望んでないねんだけど、すごいその機能をさ、楽しんでほしい。アバゾレが見たいな。そうな。そうだね。優しさやったんや。そう。そう。で、こう進めてたんやけど、画面が何も映らんかったわけ。で、なんか何回かこう、最初は温厚に優しく指導して、もう一回線差し直してとか言っとったりとかしとってんけど、結局治らへんねん。で、なんかだんだんゆういちろうが気になり始めて、なんで映らへんのかっていうの。で、途中でゆういちろうの実家に着いて、ゆういちろうのお父ちゃんが助手席に行って、ブー太郎が後ろの席に行ったから、またブー太郎に聞いてくるわけよ。どんな感じなん画面って言ったら。でもさっきずっと妹が説明してる通り、画面がもう全く字も映らへん状況っていうのを説明するんだけど、なんかすっごいさ、なんかもうこう当たってくるわけ。なんか説明がさ、すごいんよ、ブー太郎って。なんか字も映らへんって言う割には、字は映ってるとか、なんかこう最後にボソッと字は映ってんのかいみたいな。映ってないね。映っとったよ。注意くださいみたいその出てくるときと出てこへんときの。な。だからそのを自分は運転しながらやから、それをさ、ちゃうであれ自止まってる分の状況がさ、なんかしながらやからさ、全然入ってこないけど、どういうことやろみたいな。なんでやろみたいな。映らへんなんてことが過去になかったから。で、もう一回再始動したら治ってんな。だけどそんなことはどうでもよくて治ったとかは、もうすっごいね、ゆうちゃろうのその時のなんか必死さが、もうみんながもういいやん帰ってからでとかって言ってるけど、もう絶対みたいなって
っていう小学生のとこが可愛かったです。キモ。はい。またこうやって可愛いとこ言うふりして愚痴を言うっていう。ある可愛いなとか、最近の行動や表情で可愛いなって。口笛吹いてる時。これ前もやったんじゃん。今の顔じゃない、眼鏡かけてさ、しかも音もなんか鳴ってるだけみたいな感じの口笛をさ、仕事中にやってくるからさ、それが面白くて、あのタイミングと間とな、すごかったわ。ポケモン GO のレベルは、ちなみに自分は3年ぶりに復活でやっと41です。フレンドになってほしいな。ポケモン GO、そうね、見たな、この人やってるっていう投稿。自分らより上ですよ。自分らも、出た当初やって、何回か復活したけど一瞬でやめて、それこそ自分たちも3年ぶりぐらいとかにやってんじゃないだから。わかんないけど。そうだな。で、36ですね、今レベル。一応35。5とか。そう、だから全然負けてるんだけど、悔しいんだけど。すごいな。楽しいよね、ポケモン GO って。夢中に、こう散歩に。確かに。今一番の楽しみや幸せだなと思う瞬間はどんな時？なんかね、これしみじみ思ってるんですよね。なんなら今人生のピークだったらどうしようっていう。幸せすぎてそんなことを考えちゃう。ぐらい幸せです、日々が。どう？確かに。なんかもうこのままでいいって感じ。なんかもうこれ、なんか何も望まないんでもうこの現状維持で困らず生きていきたい。なんかもうお金持ち、なんか欲望がなくなったな。ああ、そう。昔はもっと困らないぐらいのお金が欲しいとか思ってたけど、なんかもう今生きてるお金があればいいかって。まああかんねんけど、おじいちゃんとかなった時に。っていうぐらい、だから今がなんか本当にピークな気がしてる。っていうぐらい今が幸せですけど、どうですか？自分はまだなんかいろいろやりたいことっていうか、どうなんやろ。分からへんな。今まででも確かに幸せっていうのは一緒、共通。だからこれ以上をなんか求めるのはなんか違うのかなっていう気もする。でしょ？っていうぐらいなんか充実してて、だけどなんかこれがどういう時に思うかって言ったら、もう昨日もそうだけど、やっぱり家族とかでご飯食べてる時とかに、なんかやっぱ思うようになってきたかな。年いったからか知らんけど。お互いのね。昨日はそっちの親やったけど。確かにな。安心するよな。なんかこういうことができてるってすごい。なんか、ブータロは知らんけど、自分はなんか両方ともっていうか、うちの親と一緒にいても安心はあんまりせえへんねんけど、ブータロの親と一緒にいるときはなんか安心する。ホッとする。だけど、なんやろうな。そうね。なんかゆうちゃろうの親にはまだお世話になりっぱなしっていうのがどっかで引っかかってるから、やっぱいつかそうやんな、ちゃんとなんかまあお金じゃないからなっていうのは思うけど、やっぱどうしても引っかかるから、なんかどう返すか気持ちではやっぱずっとね、返していきたいなと思ってますけど、手作りのチョコレートでもあった？絶対それは嫌がるやん。もう分かりきってんねんけど、そういう嫌いっていうの。そういうのじゃないねんけど、絶対間違ってると思う。違う。なんか向こうも困ると思う。欲しいポケモンをゲットできてるのっていうことで、ポケモンって週ごとになんか変わんのよね。変わる。なんかもうね、決まったポケモンしか出てこないんですよ。欲しいポケモンとか、ブータラって本当にね、何でもアイドルとかでもそうなんですけど、あんまり一押しってなって、箱推しやから、ポケモンもこのポケモンがどうしても好きやねんっていうのがないんですよ。だからもうどんなポケモンが出てきても、新しいポケモンかわいいとか、なんかそう思っちゃう派で。そうやな、どれが好きって言われてもなんかな、
どれでも好きって感じかな、自分も。ただピカチュウはもう飽きた。出てきすぎて。そうやな。うん。そう。デートは予定立てる派ですかって全く立てないです。ほんまにその場しのぎ。うん、その場しのぎっていう言い方も変やけど、その場で決める。あんまり予定立てないですね、2人とも。何食べに行こうとか言いながら全く違うもの食べてたりすることも多々あるもんな。そうですね。そうずっとごめんなさい、言ってるためね、夜の営みは最近ありますかっていうことで。あのね、一回あったんですよ。やっとゆうちゃろがフィニッシュした日が。マジで長い戦いやった。ごめん、親が見てたら聞きたくなかったらマジでもう閉じて。こういう話聞きたくないやろうけど。マジで長い戦いやったってなんやねん。いろんな意味でよ。あいつやったあれ。今月っちゃ今月なんかなあれ。今月ちゃう？風太郎がまたお誘いして許可が得てそれもおかしいねんけどな。なんでこうなんか承認制の夜の営みになってるのかがよく分からへんねんけど、そりゃそうやろ。一緒に寝てないからやろうな、一緒に寝てたらさ流れでいくらでもなるんやろうけど、最近承認制なんで、そう豚郎のこういう話するの平気やから全然いいんですけど、今更やし動画に上がってるから、なんならもう一回聞かれてるし、聞かれてなんか言われたな。いっちゃんに言われた。昨日面白かった。忘れてた。そうだからちょっとね、今聞いてる人の中で引いてる人もいるかもしれんけど、親の前でそういう話するのとかって思う人もいるかもしれない。こういう親子もいるので、皆さん多様性ということで許してください。やったのよね。とりあえずそう承認で、ずっとそのブー太郎の歯だったりとか、ブー太郎が興奮してくるとどうしても力が強まるっていうのがあって、痛々病でこうどんどんおかしくなることがあるので、ローフォンっていうものを使いまして。ローションくらい別にええやろ。あんまよくないんじゃない？そう、なんとかこうごまかしでやってたんですけど、もうとにかくブー太郎も必死。フィニッシュしないように。すごかった、ブー太郎。そう。なんかもうずーっと、また新しいの開拓してきよったと思って、ブー太郎ってさ、なんか違うんよ。なんかほんまに多重人格者かなって思うような時があんねんけど、大体そういう時やねんけど、夜の時やねんけど、ほんまになんかいろんなブー太郎がおるから、今日はメルヘンブー太郎、今日はメルヘンブー太郎って何？どんなんだそれ。メルヘンの時は大体笑ってるんよ。お花畑な感じのバリキモがメルヘンブー太郎それこそ。はい。で、カエルかなんか知らんけど、なんかそういうブー太郎もおったりとか、なんかちょっとこう、ちっちゃい、なんか、子供どういうこと？メルヘンと何が違うんですか？女の子の子供みたいなさ、なんかそれこそさっきのさ、とか、なんかいろんなブー太郎がおるわけ。だからさ、飽きひんっちゃ飽きひんけどさ、でもやっぱ中にはやっぱそういう一貫してさ、そういうところしか見たくないっていう人もおったらさ、あれかもしれんけど、自分はそこに関しては全く飽きひんからさ、全然そういうのを見ても嫌とかもないし、あれなんやけど、なんかすごいなんかこう、その時は、なんかちょっとちっちゃい女の子ブー太郎が出てたなと思って、この間。この間の時はらしいです。なんでよくわかんないけど。面白い。もうとりあえず長い戦いで。そうやろな、ブー太郎からしたらそうやろな、長いってなるわな。もう逃げ回って。そう、逃げ回るよ。すごいよ、ベッドで。もうベッドというベッド全部こう使うからさ、綺麗に。ダブルのベッドなんやけど、もう例えば左端から左角から使ったらもう左の下の角、右の角、右の上の角みたいな、あっちこっちな。やめてやめてスタップとか言って。そんなんじゃないけど、この間の女の子ボタンはそんなんじゃない。ダメ。自分のことだと思いたくない。これはテロップ過剰にモノマネしてます。違う。
絶対そこまでじゃないんだよ。最初だから余裕がある時はそういう感じのちょっと可愛らしい女の子ブー太郎ってくんねんけど、ダメとかってくんねんけど、ほんまに危機迫る時ってやっぱりブー太郎本人に戻ってくるからなんかあかんってあかんってあかんってみたいな、だんだんドスの効いた感じのブー太郎に春ないそう戻ってくるよ。ありがとう、よっこいしょういちさん。また、いただきました。スパチャ。なんで妖精おじさん改めメルヘンブー太郎に興奮していただいてるみたいで。そうなんや。すいません、本当に。そうそんな感じでなんかすごかったな、またこの間も。そうですね。で、まあそんな感じでメルヘンブー太郎なのか幼少期ブー太郎なのかわかんないですけど、まあ、必死に戦ってで長かったんか。長かった。めっちゃどんだけいかへんねやろこの人っていうぐらい。なんなら途中で泣いてくんねんか。あれ何慣れてくるってあれやろ、痛い時我慢する時とかやろ、知らん。体勢が悪くて。そうなんうんなんかすごい足踏まれてその足踏まれてるとかも多々あんねんけど、お互いそれは一緒やねんけど、なんかすごい足踏まれてもう血いかへんみたいな時がめっちゃあって、だんだん足がしびれてきて集中がそっちに行ったりとか、体勢とかもあるやんか、いろんな体勢とかもあるから、そういう時はもうだんだんそっちに神経いくから。そう、やっぱ勉強とか前から気づいてたけど、やっぱ改めて思ったのはこのコメントにもあんねんけど、そうあかんって言われたら YouTube 君余計やりたくなってそうって、もうそういうタイプなのよ。だから相性悪いねん。それでもうブー太郎が治療タイプやったらすごい良かったんやろうけど、ブー太郎よりによってさ、もうそうやから、そうやからさ、だからそれがさ、なんか全然ほんまにあるよな。はい、まあそう考えたら。だってあかんって言ってからが長いっていう認識やからさ、自分はどっちかっていうと。すごいの。そうだから、だけどブー太郎がそのメルヘンとか、こんだけ笑いながら言ってるけど、ダメって文字にするとすごいな。でもそういうことを言ってる時の方がやっぱこうギンギンしてくるっていう。そうやな。そうだからなんだかんだそれが好きみたい。でもいいこの辺で終わってみんな。もうなんか嫌になってきたこの話する。なんか最近こういう話するのなんか苦手になってきた。なんでダメって2人の大好きなキャラクターは何っていうことで。キャラクターってないんだよねマジで。なんかいろいろアニメによって変わってくるよね。だから今、ワンピースって言ったらハンコック様が好きとか、だけど熱烈に好きって言うとまた違うからさ。自分でも一貫して言えるのはブルーとかサタンやな。ああ、やっぱセーラームーン。ずっと。俺はやっぱ変わらんな。どんなキャラが出てきてもやっぱそこがトップやな。サンリオとかで言ったらバツ丸くんとかさ。ブラックラブーンで言ったらロベルタとかさ。進撃の巨人で言ったら、進撃の巨人ってあんま好きなキャラってあんま分からへんけど、誰やろな。一貫なんかとかこれ超えてくるもんないとかはない。一貫して絶対好き。マジでないな。クレヨンしんちゃんとかも可愛いなと思うけど、めっちゃ好きかって言われたらまた違うし。あ、そうなんや。昔で言うとやっぱセーラームーンのね、みなこちゃん中野みなこちゃんとかやったけど、なんかそれも今めっちゃ好きかって言われるとまた違うしなっていうところで難しいですね。ゆうちゃろうはもうセーラームーンって感じですね。自分もずっとそうやな。次行きます。はい。コナンはっていうことで、コナンはもうあれです、ブータラベルモット。そうなんや。もうベルモットが好きですね。もう黒ずくめの話だけでいいって感じ。あかんな、怒られるんだ、こんなん言ったら。いいんだよ、まで引きずりすぎやろ。ダウンね。あうふふだ。もう言ってやばいやつや。実やばいやつなのな。いや、やばいんか分からへんけども、みんながそういうことを自分は出会ってきた中ではおらへんかったパターンやな。だから急に
なんやろうな、普通に面白くて笑うことはあれど、そういう笑いじゃないからさ、どっかやっぱなんか言ってるからさ、それは経験ないなーっていう。おらんねや。おらん。そんなほんまにどっか向いてさ、もうどこ行っちゃったみたいな感じの意識が。やっぱブータンってこうさ、憑依型なんやろな。ああ、多分そうかもしれない。うん、なんかそれは確かにそう。だからほんまに多重人格の毛はあるんかなって思う。あるかもしれない。でもさ、もしかしたら言ったやん、サティでモデル歩きしてた事件とか。うん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 、あれが多分、幼少期にこう、一人の時間が多くて、一人で語りかけることってめっちゃ多かったわけよ。うん。独り言めっちゃ多いよな。一時期めっちゃ多かったよな。だから、もう、あのとかすごいわかんない。桑畑小原の YouTube とかさ、あの人も永遠に喋ってるやろ。カメラに向かって。ああいうの得意なのがブータロも。だから来年、そういう感じで、あ、そこの話に繋がっていくのね。そう、なんか、喋っといたらなんか面白いかなみたいな。で、毎日みんなのさ、日課にもなるから楽しみなんかな。もうさ、DM とか見てたらすっごい嬉しいこと書いてくれる。この間やっとインスタグラムの DM を、全員結局見れへんかったんけど、結構開けたんよ、久しぶりに。ツイッターはちょこちょこ開くんやけど、インスタってこう、ストーリーとかの反応とかも DM の欄に来るから、なかなかこう時間作らないと見ようってならへんねんけど、もう久々に見たらさ、やっぱもう元気もらうわけ。もう本当になんかもう、なんやったかな、古希とか、もう本当年配の人も見てくれてさ、もうそれがもう楽しみでとか言ってくれてて、あ、じゃあ、やっぱ更新止まるとこの楽しみを奪ってるんやなとかって思ったら、申し訳なくもなってきてさ、そう。今までも更新してる方なんじゃない？一時期のくらい。いやだって毎週そうやねライブ配信してたりとかさ。やっぱ日課にはなってないやんみんな。だからブー太郎がそういうの得意なんやったら、もうしょうもない、もう再生回数とか気にせず、毎日語っといたらみんなの元気になるんかなとか思ったら、ブー太郎も発散になるやろうしさ。でたまに YouTube 出てきてとかでさ、企画は企画としてもちろん撮るけど、っていうのも来年ありかなと思ってるんだけど、みんな負担の人もいるかとかさ、いろいろ考え出したらもうめんどくさくなってくる。わかりますか？はい。まあ女優ブー太郎がいるわけ。はい。そうやな、女優ブー太郎。ブー太郎ほんま憑依型やから多分すごいで。そう、いや、すごい実感してる。やろう？例えば、じゃあ今なんかちょっとお題1個振って、どういう役やってほしい？演技力見せつけるみんなに。そんなん別にもうみんな分かってる。みんなもう分かってる。真剣なブー太郎の演技ってみんな見てないよ。見てる。もう何回も見てる。なんでよ、だって CM とかあれちょっとふざけてるやん。ブー太郎の本気の演技やで。いや、別に、もうコメント読む方に集中しようよ。分かったらもう次読むから早くちょっとお題言って。何のお題って分からへん。オファーが来るかもしれんやん。今、俳優のこういう事務所の人が見てくれてるかもしれんやん。で、腐りかけたトマト。待って、人間がいい。あ、人間がいい。腐りかけのトマトな。分かった。見てや、用意する場所。腐りかけのトマト。憑依してたのに、もう一回。ぶつまりこすぎてちょっと待って。大変やんかった。ごめん。もう一回お願いします。腐りかけのトマト。はい。ごめん。笑ったらごめん。我慢する。はい。じゃあ、それで、憑依ごめん。笑ったからね。はい、ごめん。はい、もう一回お願いします。はい、腐りかけのトマト。はい、ブー太郎、よろしくお願いします。もしこれがさ、評価されたとしてさ、遊びをしてたよな、昔。絶対仕事こうへんやん。これ腐りかけのトマトって幼稚園のさ、お遊戯会でもやらせてもらわれへんレベルじゃないこれ。なあ、たまにあるやん。幼稚園の子たちがさ、こうなんかこう変な役やらされてるやつ。ああ、なんか人間ないわけ。人間って
人間ってなんなん？人なんか間分からへんな。一個こういう人みたいな。人か。人はまあいいや、面白話があれば聞かせてください。お家探しのお話は聞いたけど、引っ越し話は聞いてないなと思いました。どういうことやろ引っ越し話？引っ越し話って何かあったっけ？引っ越しでなんか困ったこと。お家話はまあ結構したか。まあ、引っ越しの際は、あれが言ったかな、もう結構大変で、うちの家。大変じゃないけど、ごめん、嘘ついた。全然荷物も少なかったし、楽な方やってんけど、冷蔵庫をこのまま持ってきたのね、この赤い冷蔵庫を。でもすっごい汚かって、もう拭いて、中とか。ほんまに新品同様できたよな。で、全然面白くない話やな、これ。いや別にびっくりするくらい面白くなかった、今。あんなオチもなかった、今。じゃこれを言いたかったんじゃなくて、電子レンジも持ってきたんですよ、前の家から。で、ブータロゴミをこのいるいらない服とかこう仕分けしてたゆうちゃがさ、急に、なんかこれもう捨てるで、みたいな言い出して、で、何って見たらさ、なんかこうお椀みたいな、お椀ちゃう、なんかこの電子レンジの電子レンジのプレートみたいな。プレートみたいなの持ってきてさ、みたいな。それあんたみたいな。電子レンジのやつやってって言ったらさ、なんかめっちゃゆうちゃが切れ出して、いや、はめたけど合わんかったからこれ絶対違うとか言い出して。なんかすごい二人で喧嘩した思い出があったな。もうあの時ハマらなかったよ。だけどブータがやったらすぐハマって。そうやね。何やったよな、あれ。シンデレラちゃんガラスの靴。そういうこと？全然理解できんけど、そうなんや。なんかある引っ越し話で面白い話。引っ越し話で面白い話もないけど、でも大変やったな。引っ越し、遠かったもん。距離が。そうで、結局引っ越し屋さんとかも何の手配もせずに行ったからな。もう新しい家とか新しい家で家具買えやええやみたいな。前の家の持っていくあれもないやろみたいな。逆に汚くなるし臭くなるしみたいなな。なんで引っ越すとはいいけど、今度ワンちゃんがな、全部捨ててもうたからさ、匂いついてるもんがなくて、そわそわしてどうしようみたいな感じになってな。1週間ぐらい大変やったな。大変やったな。この子たちもな。なんかあったんやろうけどな。覚えてないですね。なんかある。なんかあったかな。なんか全然思い出されへんな。でもやっぱ最初だけでしたね、綺麗好きなの。もう絶対これは、みたいな。こうしてとか。帰ってきたら、まず、その気が、そのっていうの、作業着のまんまで、ソファーにも絶対寝っ転がらへんとかって、もう意気揚々に言ってたのに、もう今でももう当たり前のように、ソファーにゴトンって。そう。でも絶対お風呂とかも毎日入るしとかって言ってたけど、もう平気でもう1日とかもう入らへんかったりとかもするから、そんなのもな、どうせそうなると思ってたからさ。で、家帰って早々の動画かな、カレー食べながら語ってる、なんか寝室別になりました動画とかで確か言ってんねんけど、なんか、前の家は自分の家じゃなかったから、なんかあんまり掃除が起きる気が起きひんかっただけで、今やっぱ引っ越してきたら、なんかやっぱすごいやりたくなるって言ったけど、今日、昨日昨日やっとったな。久しぶりに掃除機かけた。大量。っていうぐらいも適当。そうやな。っていう感じですかね。引っ越しの話でも何でもなかったけどね。でもさ、そういうところでさ、自分ありがたみを最近感じるようになったんやけどさ。豚のにっていうか、2人の関係に。なんか、普通っていうか、その一般的にさ、まあ、別にええよ。どっちがどっちとかもどうでもいいねんけど、例えば家をさ、仕切る側と外に仕事行く側とかさ、結局何かしらの負担って出てくるやん。それをさ、メリハリつけてやっちゃうと、どっちかがそのやっぱり空間を、この空間じゃないとあかんみたいな感じになっちゃうから、そこに外部の人がさ、それが旦那でも女房でもいいけど、何か手伝おうかって言って入ってきたことに対してさ、空間が乱れるわけ。だから、すごくそこで喧嘩が起きやすいけど、自分たちってほんま2人ともが適当やからさ、そんなことないで。なんか割と、なんかこう、ゆうちろうるさい。
嘘。自分のテリトリーに触ってくんの派や。そう？ムー太郎が洗濯物を良かれと思って畳んでたら、もういいねんって。畳まんといてな。それ自分で直はすからとかってめっちゃ怒られてさ。助かるやん、それ。助かるやんか、それは。別に畳む労力を減ってんねんから。でも姑感覚でさ、こあ、ほんまに？あ、そいや、畳んであげたの。畳んでこういうの昔の人がよく言いたいの。そうやって、みたいな。私の畳み方気に入らんねん。姑プー太郎が出てくるやんか。あとは、なんか料理とかもそう。なんかこう手伝ってこうやった、例えばアドバイスとかしても、もういいねんって。それはもうブー太郎かもしれんけど、言うてはこのやり方があるから、もうなんかもう黙っといてっていう空気をすごい出してきたりとか、すごいあんたのこだわりって。あ、ほんまに？で、そこをうまくブー太郎がしつこくやってないだけ。なんかブー太郎の手のひらに転がされてるんだけど。キモすブぎ。ー太郎ってほんと寛容的やと思わん？プチプチうるさいかもしれんけど、しつこくなうい。るさいかもしれんけど、うるさいのがめんどくさいけどな。めんどくさくないよ。だってバランスよくない。だからあんまり言わんくて我慢してるタイプでもないやん。だからちゃんと言いたいことは言うけど、それを共有せえへんっていうか、お風呂拭いてないでってこともしつこくめっちゃ言ってるけど、もう絶対拭かんかったら機嫌悪くなるとかもないし、もうなんで拭いてなかったんっていちいち言わへん。たまにこう配信とかで、あ、またお風呂拭いてなかった。この間もあったね、そういえば。こうやってチクチクちょっとうざい感じ言うぐらいだから可愛いもんじゃない。なんかな、分からへん、その結婚1回目しかしてないから。そうなんや。なあ。質問なんか大丈夫？あ、大丈夫じゃない。全然いっぱいある。なあ。そうやね。だからみんな何事もバランスですよね、世の中。って思うんですよね、本当に。なんかさ、こう思ったら、あ、もうこうやからいいやんっていう人多くない？結構。どういうこと？なんかこう固定概念が強い人、ゆうちゃんとかもなんかそうか。もう100ゼロみたいな。なんか自分はもうこういうタイプやからもうこうやねんって、なんか可能性の幅を狭めちゃってる人。狭めるというよりめんどくさいからもういいねんって感じかな。どっちかっていうと。確かに若い時はさ、なんか可能性を無駄にしてたなと思うけど、なんかもういろいろ人生知っちゃうとさ、あ、もうなんか楽な生き方しようみたいな感じにもうなんかすごくフラットになったというかさ、別にそこまでせんでも別に自分に得ないしいいよみたいな。だからそれが見る人によっては、絶対こうした方がもっと人生華やかになるのにって思うことでも、それはあなたの主観でしょみたいな。だからある意味それも押し付けになるからさ、ほっといてっていうことはある。めんどくさいから。別にそれはそれで華やかになる人もおるんかもしれんけど、別に自分はそこにあんまり興味ないしなみたいな感じ。自分の言いたかった話とじゃない全然違う。なんか、まあ、それもわかるよ。延長線そっちもそれもわかる。じゃあなんかもう嫌いと思ったらなんかもう絶対嫌いっていう感じやん。なんか好きなとこを探そうとあんましないタイプというか。そうやな。そういう話をしたかっただけだろ。そう確かにそう。どうなんやな。だからもうすごいね、世の中って正しいのないやんか。ある意味素直なことじゃないな、自分は。嫌いやけど、その嫌いって言うんやけど、別にその嫌いがずっと嫌いかって言ったら別にそうじゃないから、好きに心って変わることもあるから、だからそれはその時の感情のまま、赴くままにって感じ。別にそのままそこでさ、何か頑張ってしようとかっていう気にはならんだけ。なんかきっかけがあればそれが好きになるしみたいな。そんなもんじゃない。まあね。そこに労力使うのもなんか、そうね。めんどくせえってなるからさ。はい。はいとか言って適当。引っ越しの流れでもう一個。10年ぶりの引っ越しを考え中だって。うわー大変。引っ越しさ、二度としたくないっていうコメントもさっき見たけど、プーさんもほんと引っ越し嫌いだわ。環境変わるのが苦手なタイプなんで、あんた好きやもんな。自分大好き。環境変えるの大好き。逆。お二人の引っ越す時の苦労話や荷造りや荷ほどき。で、さっきのに続いてたよね。面白話があれば聞かせてくださいと。これ続いてたみたいですね。苦労話はだから荷物置いて大変だよっていう、やっぱ断捨離しといた方がいいわな。いいよね。いくらなんか、もったいないお化けはマジでもったいないお化けで、もったいないお化け返しって感じ。
もったいないお化けしてることがもったいないお化けだよって言いたくなる。めちゃめちゃ捨ててたつもりやったけど、アホみたいに出てきたもんな。うん、何やかんやってな。そう。あれにはやっぱり驚いたわ。メリハリって大事やなって思うよね。あとはやっぱり家電とかも、お金に余裕があるんやったらもう買い替えた方がいいと思う。うん。せっかく重たい洗濯機上まで上げたのに、結局すぐ変えたっていうな。とかもあるから、何事も割り切ること、そうやな。効率、まあでもそれが全てじゃないからな。なんとも言えないけど、ブータローはなんかちょっとそう思っちゃった。うん。まあ、買った年数にもよるけどね、まだ使えそうっていう、中途半端な年数もあるしな。難しいけど、とりあえずストレス溜まるから、無理に一人で背負い込まないのがおすすめやな。もう業者頼ってもいいと思う。そういう人は。もうなんかしんどくて嫌だ、もう憂鬱っていう人はもう、そういう時、頼れるものは別にな、自分のお金でやる分にはもう何ぼでも頼っていいと思う。むしろそう頼ることでお金かかってっていうのがもう嫌やって人は自分でやったらいいと思うし、もうね、好きに生きましょう。ご家族はお二人の関係を公認ですか？カミングアウトなど知りたいです。うちの親は、この間10年ぶりに再会したばっかりですけども、早速公表して、もう公認というかもう受け入れ体制万全な親ですけど、ゆうちゃろのとこは、なんかカミングアウトはなんか中途半端にしてて、ゆうちゃろのマミーには一回話したことあるけど、あんまりその聞きたくないっていう。まあ分からんけど、これも自分たち主観での話だから、本当はなんかちゃんと聞いてくれてたのかもしれないけど、なんかあんまりでも聞きたくなさそうに感じた。けど、トイレでそれを知ったからといって関係がこう悪くなるわけもなく、むしろ良くなってってるし、なんかもう本当に別にカミングアウト全てじゃないなってだから改めて思うかな。まあそれでやっぱ引っかかる気持ちもわかるけど、なんかもう絶対認めての押し付けもなんかちょっと違うなって思う。なんか別に認めての押し付けは絶対違うよな。なんかこういう人もいるよっていうお知らせぐらいの感じでしといた方が一番。じゃないとさ、認めてくれへんかったらそこでなんでやねんって反抗心湧いてくるしさ、向こうもなんで認めなあかんねんって反抗心湧いてきて、それで疎遠になるからさ。だから相手にもやっぱり配慮は必要よな。だけど恵まれてるから言えてることかもしれない。俺はいくらなんかちょっといい反応じゃなかったけど、結局でも今こうやって付き合ってくれてるのが答えかなって思ってるから、どういうもうただの息子っていう感じで見てるのかもしれないけど、別にそれはそれでなんか居心地悪くないし、ウルトラそれでいいかなと思うから、別にそれ以上のことをしてくれてるのも事実だし、そうだからでもこれがもしすごいどうなんやろうなと思うこともあるね。めっちゃほんまに反対されて、もうそんなんやったらもう別れて付き合わないでくださいって、じゃあもしなってたらどうしてた？それは親と演技でしかないよ。あんたの親やったら、じゃあそれがもしじゃあ今うちのいっちゃんやトミーがそういう人やったらどうしてた？いっちゃんやトミーやったらあんたに委ねるわ、判断を。そりゃそうやろ。自分のじゃあもしわがままで別れたくない。別れたくないって言うんやったらそのまま一緒におるよ。だけどあんたがそっちを取るって言うんやったら、それはあんたを尊重してあげないことにはさ、そこで自分のわがままを通すわけにいかんやん。じゃあいや別れたくない。どうやってうまくまとめます？でも親はもうやめてください。近づかないでください。やめてください。あんたは別れたくないよ。別れたくない。そのまま2人で逃亡するしかないやんか。どこに？どこにかは知らんけど、どっか遠くに逃亡するしかないやんか。グアムとかハワイとか。いや、そういうわけじゃないけど、日本のどっかに。日本別に2人で生き福岡ていく分には。どこでもいいわ。どこでもええわ。いや、そりゃそうやろ。やっぱりな、どっかでは人間子離れしていくからな、そうなった証拠でもあるんちゃうかな。そうだね。ダメだ、昨日夜更かししたせいで目が開けてないの。もうみんな寝てね。全然気使わないでね。アーカイブ残るから。寝たい人は寝てください。職場に2人の関係は公開してるんですか？ほぼしてるね。ベトナムの子が知らんかい？知らん。って感じです。そう。もうだから、言いたい時に言えばいいんだよ。
だからすごいカミングアウトしてないことで苦しんでる人も多いから、なんかそんな追い詰めなくていいのになとも思っちゃうよな。なんか生きづらいなって思うよな。自分も生きづらかったし、すっごい。なんかがんじがらみにされて、今のさ、このネット社会というかさ、この今のこの世の中、表に出ずともしてさ、ネットの社会みたいなのがさ、強すぎてそこにどっぷり入りすぎると、ほんまに生きづらいなって最近つくづく思った。例えば実際現実表に出て、自分が体感することと、ネットだけの社会って全く違うなっていう。例えばやけど、病院に一つにしてもそうやね。別につい最近あったことやねんけど、これは自分がさ、まあおじいおばあを病院に連れて行くやんか、でまあ向こうからしたら病院の先生からしたら誰ですかってなるわけよ、で別にそこでさ、自分が全く赤の他人やったとしてもやで、付き添いですとかさ、まあその時はもちろん孫ですって言ったんやけど、別にそんなんでも普通に通してくれる事実があるわけやんか、自分はもうなんかそれすらもさ、あかんのかなと思ってたからさ、身内じゃ中に入られへんみたいな、っていうわけでもなさそうやし、別にそこで証明書出してくださいとかっていう現実もないわけで、なんかこううまいことこうできる世の中よなっていうことを言いたかったわけ、実際現実世界は。やけどネット社会はカッチカチやから、こうしてはダメですよねみたいな、こういう時他人が来ちゃダメですよねみたいな、ダメダメダメみたいなのがもうずっと頭にこびりついてて、あ、こういうことしたらあかんねや、ああいうことしたらあかんねやみたいな感じで、こう何もできないまま現実世界でも過ごしてしまってたなっていうのがすごく生きづらかった。だけど実際なんかうまいことやればっていうか、別に流れるようにやっぱり人が自分に余裕ができたんやろうな。かもしれん。結構自信がなかったりとかコンプレックスが多かったりとか、人の目を気にしてしまう人がこう固定概念にこうとらわれやすいというか、イメージがあって、ブー太郎もそれを乗り越えての今やからね。なんかでも一回経験やっぱするんじゃない？だってみんなもそうでしょ多分。年齢とともにこれってやっぱ和らいできやすいのかなって気がするけどね。やっぱ年齢いっても気にしちゃってね、しんどい人もいっぱいいるのもそうやけど、そこまでかしこまらんくても誰なん生きていけるんかなって思ってしまった。人生まだまだなのにな。解放された、ようやく。何が大きかったと思う？それのきっかけは。なんで解放されたんやろ？外の世界をどこのカウンセラー？外の世界をちゃんとこう見る機会が増えたことが大きいかな。ずっと家で。どう見えてたの？前まで世間は。世間をどう見えてたっていうよりは、ネットの社会が全てって思ってた。あかんことはあかんよねっていう気持ちもわかるけど、時と場合よねっていうその枠組みがなかったわけ、自分の中には。あ、これはこうしてあかんよみたいな、100はあかんみたいな、正義感強いやんネットって結構。まあネットの場所にもよるけれども、割とまあ人に厳しいよね。なんていうの、こう悪いとこを見つけられやすいというか。だけど別に現実社会でさ、例えばこのコメント欄とかでさ、死ねとかって例えば書いてたとするやん、でも実際さ、外歩いてて死ねって言われたことある？ある。道行く人にある？ほぼない。せやろ、っていうことないよ、実際が。そうね。だからやっぱ外の世界って結構開放的やなって。開放的なというか、やっぱ、面と向かって言えない人が多いんじゃない？そうだね。でも心の中ではこう思ってるよっていう人がネットって感じ。なるほど。何の話？なんでこんな話になったんやろ？なんか分からへんねんけど、このなんか謎の真面目モード。怖い。あ、そうですね。だから、カミングアウトはまちまちですけど、って感じです。次行きましょうか。でもなんかね、一個ちょっとね、あれ見ちゃったんですよ。
眠れなくて YouTube 見たらまだやってたって、最近寝ても爆睡できないって安眠できる方法教えてって、これ YouTube も悩んでるもんね。一番いいのは運動して疲れることが一番いいかもしれない。でもね、ほがっつり。んまにそうなのよ。うん。血が凝り固まると病んでくる。ああ、精神的にも。精神的にも。マジで。これは、もうほんまに証明されたブー太郎は。何もやらんくなったらならんほど蝕まれていく。めんどくさい病と一緒。もうね、それをしてたらね、眠たくなるか、もしくは悩み事が多いのかなっていう気もするね。どっちかじゃない。血が凝り固まってるのか、精神的に今幸せじゃない。安眠できる方法はまあ運動するのもそう。でも寝ようと思ったら寝られへんからな。なんか今日はめちゃめちゃほんまにもう熟睡できたって感覚ない。ある一定のラインまでなんか回復しないともうずっと寝不足っていう自分の感覚やでこれ。あんねんけど、今日ようやくそのところに満たされて、なんかもう気づいたらポテンって寝てたみたいな。で起きた時のあの解放感、もう久々やわと思ってこれ。そうだね。いろんなパターンがあるから、まあ一つのいいなんていうのアドバイスであるとするならば、ブー太郎が言うその運動も一つのあれかもしれないな。だけど多分そういうことを言ってるんじゃないやろうなって気はする。多分おかず違いの答えなんやろうなっていう。この今の状況で寝れないからその方法を教えてってことなんやろうなって。それ難しいよね。無理なんだよね。ごめん。ブー太郎も経験あるからあるけども、そういう時って寝れないんですよ。で、もう次の日後悔するっていう末路を経験するしかないと思でその次の日はぐっすり寝れるもんな。そうもうね、何かせずに解決する方法はないかも。安眠にもうね、寝れないと思ってなんか爆睡できない時ってもうそういうサイクルが来ちゃってるので、もう本当に今の生活の見直しか、悩み事があるんだったらその悩み事を解決するしかないんですよ。だからね、頑張って戦い。でもその経験も無駄じゃなくなってるからさ、ブー太郎もそうやって今気持ちわかるし、その中でもやっぱ音楽聴くと安心してた、ブー太郎は。やっぱ音楽が好きなんで、好きな音楽聴きまくっといたらいいんじゃない。でテンション上がってきたら、うわーいって感じでテンション上がったらいいと思う。で次の日思いっきり後悔して、あーって、それでいいと思います。頑張れ。でも応援してます。寝れますよ。どうか。はい、どんどんいきます。最近一番嬉しかったことって何ですか？最近一番嬉しかったことは何やろ、2人での出来事やったらやっぱりあれよな、フォトウェディングよな。単品で言うと自分は車やけど、なんかある？単品で嬉しかったこと。それこそあれはこれさ、また派生した話やけどさ、昨日さ、その買い物行って、ごめんな、質問止まっちゃうよな。すぐ終わらせる。買い物行って、その、ルブタン行ったんよ。なんかその、セールが始まるっていうから。で、リニューアルオープンで。で、それで、ブー太郎もこの間買ってもらったそのルブタンのバッグ持ってたから、それも初おろしやっておろして、一緒に、自分もルブタンのバッグで行ったんよ。で、同じように肩からかけてたのに、自分の方はすごい、よく、似合われてますとかってずっと言われてたのに、ブー太郎のだけ一切気づかれへんっていうルブタンのバッグ、店員さんにもな、全く見向きもせれへんというかさ、話にも入ってこえへんというかさ、全く全然な、ちょっと見せてあげて、ルブタンのバッグ。おもろくてさ、その帰りに自分全然気づかへんかって、その時は。で帰ってきて、ご飯を食べて家帰ってきて、で、ブー太郎がふとさ、なんか、見て、このバッグ。店員さんにも気づかれへんかったバッグとか。確かにと思ってさ、爆笑やった方がいい。爆笑。いらっしゃいませー。どうもー。ブー太郎こんな感じで。ブー太郎今日はもう絶対買ってもらわなあかんと思ってたし。買ってもらおう。あれやってんけど、こうやって。で、ゆうちゃろうがもう入った瞬間にさ、
もうトゲトゲのバッグやから「あこれうちの!」みたいな感じで言われててで、で妹も途中で妹は今日カバンとか見てたからメインでで財布入るのがいいんですってなってで財布開けたらちゃんとルブタンのやつ持っててあこれ期間限定のそうだねってもうすごいこのお店に貢献してますよねって感じでルブタンの子じゃたまにこうちらやんねんけど誰も気づいてくれでルブタンもなんかちょっともういいやと思ってなんかだんだん恥ずかしくなってきたからこうちょっと隠しつつさ、でそのままねお買い上げしてで帰るときにもう一回だけ最後チラッとこうチラッ見てたけど店員さんもありがとうございました買ってくれたものにしか目いってないあかんでちゃんと気づかなこれ見してるお高いこれカバンでもお宅の家族全員には何その段ボール箱これあれなんよルブタンのほんまは靴箱なんよ。靴箱をモチーフに作られたバッグで靴入ってるシューズケースの形のまんまで、ほんまに生地はあれ段ボールじゃないんだけど、ほんまにそのなんていう段ボール感を出したもちろん革やねんけど、っていうバッグでほんまになあの時にポッてあってなんかその特別に作られたみたいな感じあってもう二度と出てこないみたいな期間限定のってたまたまそれをアボズレがな発見したよな可愛いって言うから、でブータル全く関係ないと思ってるから、もう合わせ八方美人ブータルやなそう可愛いとか合わせてこうやってさ一言やから自分やったら多分そんな選ばへんかなと思ったけどまあでも確かに可愛いなと思って可愛いやん実際に確かに。でも自分の好みではそんななかったけどそうブータルの好みではないんやけどそれをアボズレが買うもんやって思ってるからアボズレには似合うんちゃうみたいな感じで可愛いって言ってたらこれブーちゃんにいいやんとかってなってえってなってブータルって思ってそうでももちろん可愛いですよ気に入ってるし、ちゃんと財布も入るしあれやったんやけどまさかブータロに帰ってくるとは思ってなかったから、これ自分やったら申し訳ないしいいんですけどってなってさだけどなんかちゃっかりなんか買ってもらっちゃっていつの間にか魔法にかかんだよねユーチャルファミリーにいたらなんかなんかこれも断るのもなんかちょっと違うのかなって違うっていうそれは気に入ってますブータロはもう妹なんか失礼これとさ組み合わせていったらさなんかこの色合いはすごい合ってるけど素材がとか言って毒舌やからさオタクの妹ほんまよな可愛いよね可愛いほんまに可愛いでもあんた爆笑してたやんブータロがつけてたらじゃあそうなんか自分さなんか合ってなかったよなこの間の服装にそうなんかすごいバッグが浮いてたあそうじゃあ浮いてたっていうか同化してたブータロの着こなしがバッグの存在感がなかった全くなんか黒とかそれは湿気なんかそんな感じだった皆さんよろしくもうでもこれ買えないからねみんなもう期間限定とかも売り切れバカにすんなよ店員さんにも気づかれなかったそう店員さんに気づかれへんかったのが面白すぎてさ爆笑よ笑ったわいやだけどもう本当にね面白すぎたありがたいとともにもうなんか本当にねお返ししたいんだよ私はどうしたらいいかなってもうねもう本当にもう老後までこうお世話をすることでしか返されへんなってもう一生分働いても返せるようなそう店員さんが悪いんよ幼稚園バッグとかって言われてんでおい誰だ確かに一見して買おうとは思いづらいバッグではあるまあねよく見てほんまにそのブランドが好きでなんかもうコレクションとしてもう置いておきたいっていうんやったらなんか買おうってなるけど確かにこれを実用的に使うバッグとして買おうっては確かにならへんかもしれん自分は分からんブランド好きなんですねっていや全然ですユーチャラが好きなんよブランドっていうかルブタンがずーっと昔からルブタン言ってるから昔からそうねあなたずーっともうほんまに10何歳の時からかな結構10何歳ぐらいの時からもうルブタンってずっと言っててっていう感じかななんかブランド好きやんねゆうちゃろうは
ブー太郎はもう本当に何でもよくって、だから昨日もそのアルマーニとかで服見てたけど、もう全然あかんな、こんなん言ったらあかんわ、失礼な。だからいいねんけど、ブー太郎には刺さらなかったっていう話。まあでもこれも本当嫌味よね。なんか聞く人によっては。こんなルナ。妹が買いました。ルブタンで、バッグを。そうですね。だけ。そう、セールで買いました。ということで、どんどんいきます。はい。質問スペシャル。皆さんもう疲れてきたんじゃない？なあ、疲れてきてるよな。あなた大丈夫ですか？うん。いや、早く、なんだっけ。質問、せっかく書いてくれたのにそうなんですよ。全部で、1読み切られへん個目の質問も終わります。はい最近一番嬉しかったことって何ですかって。それさっき読むこと？あ、読んどう。うん。あ、これで終わってないな。最初の方に。見えてるな。どこまで、靴とか何履きますかって。ゆうちゃらはもう完全にスニーカーやね。ハイカットの。ハイカットのスニーカー。うん。そればっかじゃない。そればっか。ハイカットのスニーカーが多い。だから、みんなさ、なんだっけあれ。なんかみんなすごくない？ああいう靴とか。みんな、今人気のやつ。なんだあれ。こぞって。ナイキ？何やったっけ名前。ああいうのは興味ないね、全然。あ、そうやな。うんなんかハイカットやもんな。なんか昔流行った。また来そうやけどな。なんかハイカットのイメージを。そうですね。1個目。だから昨日募集した質問は多分全部ごめんなさい。もし見落としてたら申し訳ないですけど、全部読んだ気でいてます。で、今日募集した質問は何個あるかな？そんなにないかな。大丈夫そう？もうすぐ終わりそう。はい。長いこと一緒にいますけど、2人とも愛情は変わってませんか？見てるだけで幸せだけどね。愛情の形は変わったの？うん。うん。愛情っていう言葉で一括りではあれやけど、形はそれは変わってるからこそ今があるのかなって思ってる自分が。それが変わってなかったら多分一緒におらんと思う。そうですね。絶対嫌で別れるとかってなると思うんうんう。し、なってるしな。うん。実際な。今度お出かけ着の時足元も入る全身写真みたいって前から言ってくれてるよね。そうゆうちゃらが写真撮らせてくれないからな。全身入るってすごいな。お互い好きって毎日言ってますか？言ってないです。言わなくなっちゃったな。昔は行ってきますの中とかもしてたんですけど、それもなくなったし、もう最近はもう暴言が愛情みたいになってきてますね。そうそうそう。ブスとか、キモいんだよとか。さっさと生きやこんなやろ。そう。これがなんか、聞こえ方によっては、ただの暴言で聞こえてる人はまだまだ甘い。自分たちの関係性やろ。愛情表現なんですよ、これが。そう。だから会話よな、要は。会話をすることはもうずっと絶えず。一日何も喋らへん日はない。ない。2人からいつも元気もらってます。ありがとうございます。他の人に寄ってしまいそうな時はないですか？長く一緒にいる秘訣はって。ないですね。より添えないよね。ない。長く一緒にいる秘訣もないけど、秘訣っていう秘訣は。だけど、お互いなんかもう覚悟できてる感じがあるかも。ギラギラしてない。だからまだモテたいとか、そういうのがある人は危険かもね。向上心っていいねんけど、それに伴ってやっぱモテるし、ギラギラしてる人ってやっぱりね、モテるし自分もモテること分かってるからさ、どんどん欲張ってもっといい人、もっと自分の理想な人とかって求めやすくなっちゃうんですけど、ブータロたちね、今それがない。ごめん、タッチとかって知らんけど、あなたは。いや、そうそうそう。てか、いい人っていうか、多分そこっていうか、なんなんやろな。ずっと一緒にいたい形に変わると、もうそういうのがなくなるよな。そうね。
自分を理解してくれて、なおかつ相手のことも理解してうんってなったらもう無理よな。うんだってそれもしじゃあこのまま自分たちが、別れることになったとしてもさ、次じゃあ自分がもしじゃあ誰かと付き合うってなったら、その人はさ、自分のそのブー太郎の愛情が消えてるか消えてないかってずっと不安視しながら一緒にいなあかんのって結構大変やん、大変辛いやん。だうんからそういうのを覚悟してできるのかって言ったら多分なかなかできる人おらんよな。絶対どっかで、いるんだろうけどね、いたとしてもまあなかなか、かなり壁は高いかもしれないですけど、でもこれってやっぱりさ、奇跡だと思ってるんですね。こう慣れてるのって。もうどっちかが別のことを思ってたりとか、優先順位とかが変わってくると、いくらでも崩れるし、この2人も今はベストかもしれないけど、将来ずっとこうなのかって言われたら誰にもわからないことであって、だからほんまに突如として優先順位ふと変わることなんかコロコロあるからあるし、実際この間そうやったからね、仕事変わった途端に、やっぱりその別に、絆とかは変わらないけど、やっぱ5だったし、でそのたんびにちゃんと軌道修正できるかどうかやな。軌道修正、お互いがちゃんと意見ぶつけてちゃんとこう元の場所に軌道修正できるかどうかが多分ネックよな。それでいけへんかったらもうバイバイやし、そうそうそう、まあだからでもちょっと異例かもね、自分たちは。やっぱ子供もいないしさ、まなんかやっぱり子供いると変わってくるんやろうなって思う。すごい最近本当につくづく思うよ。バタヤン TV とかもさ、たまにチラチラ見たりとかするけど、なんか自分の親とかも今あって思うし、うちの親も見てても思うけど、やっぱ子供の存在ってすごいんやなと思うんですよね。なんか唯一無二のやっぱすごい大切な存在なんやなっていう。だからやっぱり結婚して子供できたらさ、一気にパートナーの愛情が薄れるとかも聞くから、仲良くしてる夫婦もいるけどね、難しいよね。縁の問題かなと思うけどな、縁がなかったっていうだけの。なんかブータたちもさ、今子供はいないって言ったけど、ブーと姫がおるやん。でブーと姫が来てからもやっぱ変わったからね。まあね。レスになったのもこの子たちが原因じゃないけどきっかけにはなったし、ね、もしかいなかったら旅行とかももっと行ってただろうしとか、やっぱね、その場のどうした？疲れてきた？いいよ。何なんでしょうね。質問ではないんですけど、体調大丈夫ですかね、ふと気になっておりましてって言って心配してくれております。大丈夫だと思ってます。なんかもう基本だらけ系なんで、2人とも頑張りすぎてないから大丈夫やな、いい塩梅にサボってる。だからウルトラも仕事帰ってきたらもう即ソファーで寝落ちしたりとかしてるんで全然平和に生きてる方かなと思います。クリスマスの予定は、ちなみにプレゼント交換はしますか？それ最初に言ったな。今年は3000円らしいです。はい。3000円の予算で。今年はっていうか、今年久しぶりやな。クリスマス。そんなんすんの。ポケモンボックスは何出ましたかって子供たちからですって。名前忘れた。誰でだっけ？名前何やったっけ？どう忘れした。ポピそう。ポピーがポピーのしかも ASR。やばくない？出ちゃったんですけど。リザードンではなかったけど。超嬉しかったです。ブーちゃん、姫ちゃんのモノマネをパパのお二人さんにしてほしい。姫は、こんな感じ。もうとりあえずお尻かけみたいな。確かに。レブがもうブー柔らかいよな。ブー柔らかい。めっちゃ柔らかいな。姫めっちゃ硬いよな。なんだよな、この違い。
みたいなものまで。今来てくれた人もありがとう。もうすぐ終わります。もし2人が女の子だったらメイクは、これみたいね。バッチリ派それともすっぴん派？ふうたらはバッチリしてたと思うな。自分はすっぴん。すっぴん派。うん、いつになったら再活動が見れますか？年内。年内今、やっとテロップ入れ出して、効果音とか入れ出してるとこなんで、でもまだまだかかる。1時間近くあるから。今まで一番の大喧嘩を教えてください。いっ大喧嘩ぱいあるよな。あるこれな。最後の質問です。はい。はい。いっぱいある。何やろ、大喧嘩一番の。やっぱ出てった事件は大きかったかな。も内容として何やったの？結局あれか、一括りにすると意見の違いか。やっぱ価値観の違いにもう何回もぶつかったよな。その価値観を一緒にしようとしたことが自分は間違ってたってもう最終的に思ってる。相手と合わせることを、合わせるというよりも、合わせるやな。自分の方に寄ってこいみたいな。が間違ってた、そもそも。こういう価値観の人もいるんやっていう見方をできなかった。なんか一番大きかったな。自分は。それが大きな原因やったな。もうそれ、だから大きな喧嘩は大体それ、価値観の違い。なんでそうなるのね。っていうのが喧嘩の大きな根っこにあったな。こういう時こう思うやろみたいな。いや、思わへんみたいな。そうかも。大きい喧嘩はそれやな。原因は。ああ、大変やったな。なんかゆうちゃろうがすごい。マジで。喧嘩シーンも見てほしいもん、過去の。なんか、強烈やな、あんた。まあ、お互い様か。あんたはあんたで素直じゃないしな。その後。なんかもう、なんやろ、謝らへん。とにかく、ブー太郎って。終わった後も。絶対謝らへん。あんたから謝ってって感じやな。あんたから謝ってるっていうか、自分はその内容に対しては別に、謝るっていうことは別にどっちでもいいよ。別にそれが悪くないと思ってるんやったら別に最後まで謝らんでもいいと思ってるし、いいんやけど、ただ、実際言い過ぎてしまったことって絶対お互いやね。お互いどっちみち言い過ぎてるんよ。何かしら。余計な一言言ったりとか。してる分に関しては、自分は絶対そこは謝っとこうっていう精神の人やから謝るんやけど、ブー太郎はなんかもうそういう時は素直じゃなくなってるっていうか、なんかこうツンケンするというか、別にその本気でツンケンしてるわけじゃないんやけど、くすって笑いながらなんか許してやるみたいな感じ。なんやろな、多分消化タイミングの違いやと思う。これは。ゆうちゃろって急になんか冷静になって言いたいこと言って爆発したらこう冷静になるモードが来るんだよ。なんかもうさ、なんかこう、もうヒステリックゆうちゃろうからの。でもあとは終わってからも謝らへんや。だってこっちは消化しきれてないからまだ。だから今説明したいのは、ゆうちゃろうってすごいね、もう感情の起伏が。最初こうなんかムカつき出してきたらもうすぐこう、めっちゃなんか、人の言ってることを遮るモードが入んねんな。まず。自分がこう言おうとしても、これ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 とかってなんかすごい嫌みたいな感じで言ってくるね。なんかバカにするような感じ。で、ブータローもなんかだんだん、ブータローもなんかうざい感じで冷静に聞くタイプやね。みたいな感じで。で、いやだけど、こうやから、こうやからってなんか冷静に言い返すねんけど、それが多分だんだんまた腹立ってくるね、ゆうちゃろは。で、ブータローがこう淡々と説明しようとしたら、いや、それはそうやからってこう、割ってくる感じ。で、もうだんだん自分もこう、お互いに徐々にヒートアップしていったと思ったら、ゆうちゃろはもう怒鳴り散らすわけよ。で、もうブータローはもう怒鳴り散らされたらもう、あ、この人とは話にならんまで黙り出すね。あ、もう話にならへんこの人みたいな。同じことの繰り返しやってなってくんで。で、沈黙。で、ゆうちゃろはもうだんだん冷静になっていろいろ謝ってくる。だけど、ブー太郎はなんかもうずっと、なんなんみたいな。なんであんな言い方してきたみたいな。なんか腹立つわ。みたいなのが消化しきられへんけど、ゆうちゃろはなんかもう早いね。なんか全部が。だから謝ってこられてもまだこっち消化しきれてないから謝りたくないね。なんか
それは分かんねんけど、うんその後も謝ってこへんよなっていう。結局その後消化ずっとじゃあしきれてないってこと？謝る時はあったよ。え？謝る時もあったよ。それは消化しきれたら謝る。あ、そうだ。ちゃんと消化しきれたら謝ってる。それは一切謝らんかったことはないはず。あ、そう。そう。で、たまごめんねとかああ。言って。そう言えるまでに時間かかるけど、ゆうちろは早いっていう。あ、そういうことね。ああ、なるほどね。そう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 。目がおかしくなりそう。って感じですかね。でも謝らない人結構多い。女性的な人は多いのかもしれないですね。飛ばされた質問があった。突然ハグされるなら、あったかな、ごめんね。それ全然見当たらんかったな。前からと背中からどっちがいいですかって実演しながら教えてください。実演しながら突然ハグされるなら前からの方がいいけど、どんな感じ後ろから出るここで。はい。こっち見て。いて。女優の見せ所じゃねこれ。よかったよ。腐ったトマトから人間なんで。人間になれた。突然ハグされるなら。いやかキモ。これがほんまにいい？なんかさ、突然さ、お腹空いたな。キモい。前からの方がいい。そう、さっきのがいいの？さっきのゆうくんがいいの？ゆうくん。それも極端やけど、まだ前からの方がいいわ。そう。はい、次あんた。何のあんたって？突然の演技して。なんで演技してなあかんの？ブータラ分からへん。どっちがいいんや分からへん。実演してくれないと。はい。こっちか、どうしよう。で、こうか。どっちがいい？なんかどっちも嫌やけど、今寝てる風景を思い浮かべたら、ブータラ後ろからのがいい。ああ、そう。こうやって。キモ。なんか後ろからの、あれじゃない。包まれてる方が安心すんねんな、ブータロ。なんか前からやられると、これぐらいやったらいいけど、この近さでこうやってギュッてされたらさ、口臭かったらどうしようとかさ、なんか余計なこと考えちゃうから、そう。なんか、顔今ブサイクやったらどうしようとか思っちゃうから、後ろがいい。寝てる間いびきうるさかったりとかしても嫌やんか。寝てる後ろ派。そうなんや。おはんこやんか言われた。私天才って。小さな女の子分、ブー太郎、演技うまかったでしょ？オファーお待ちしてます。腐ったトマト役で演技が来たら来るわけないやんね。誰がするの？普通に腐ったトマト絶対映像に流した方がいいよ、それ。さっきのね、なんか、わけわからん人誰ですかって来るで。確かに。メルヘンブー太郎とか。後ろからハグがいいよね、一緒。木も好き、かわいい。そう。ブーちゃんが前からの方が、カオスな表情が見えて危険回避しやすいかもね。確かに。キッチンでされるなら、キッチンはもう余裕で後ろじゃない前からこうやったら切られないんだけど。現実的。ならどう前からがいいハグされたいってならんからな、自分で。そもそもが。かわいいって。ダメ。まずきた。って。かわいいって。ほら、料理してる時の後ろからハグしてるブー太郎可愛かったよなって。ほら。そうですよ。質問全部読みましたか？はい。なかなかとお付き合いいただきありがとうございます。はい、3時間ぐらいやりましたけど、皆さん、ご満足いただけましたか？もうみんな聞きたいことなくなったんじゃん。まあ、でもこれはあれやろ、最近増えた方用のやつやろ。ということで、じゃあ最後にブー太郎からの質問。はい。さっき自分質問開始したんだね、か。なんかさっきさ、質問されたことに対して質問開始したけど、その質問内容忘れたわ。あったな。なんかあったやろ？何やったあれ？どっちが受けか立ち。そうです。もう見たらわかるよね。で、はい、最後、ブー太郎さんはい、ブー太郎からの質問。今、ブー太郎と一緒にいて、後悔はありませんか？幸せですか？はい、後悔一切ない。
キモあんた後悔ある太郎はある。あるんうん。なんでかって、うんブー太郎というさ、人と付き合うことによってさ、別れるとき、それは死の別れな。うん多分大変ちゃうかなと思ったらかわいそうやなと思って後悔してる。いやでもこれマジで思ってて、うんブー太郎はどうしたらいいかなっていうことこの間ふと思ったの。約束してたことがあって、これほんまバカにされると思うけど、ほんまにお互い一時期、まあ、今でも変わらんかもしれんけど、どっちかがお亡くなりになったらついていくってお互い言ってたのよ。うんでもこれもう今の間に決めとかない偉いことになるなと思って、でブー太郎がもし先にお亡くなりになるとするやん。うんであんたはもう絶対なんかついてくるって言ったけど、うんあんたにはやっぱ生きててほしいって。いやついてく自分は行きたくない別に行きたいってならへんよ生きててほしいっていうその願望はわかるけど、自分もそれは違う。気持ちはあるけどそれは来てくれたら嬉しいねんけど、なんでそういうかっていうと、痛いやん。は死ぬとき。お亡くなりになるとき。痛いまあまあまあその状況にもよるけどなんか、もう怖いやん。もうだからもう頑張って、もう待っとくから、多分だから精お願いやから神的にさ健康やとうん痛いとか怖いとか、うんそういう風な状況が健康やとなうん健康な状態やとそうなるけど、うんそれが不健康になるわけやんか一気に片方がなくなることによって、うんってなると別にそこに対して恐怖ってないんよそれは経験あるかわかんないけど自い分はやいやいや。だからその確かに健康な状態だとすごい痛いしかわいそうっていう気持ちもすごいわかんねんけど、不健康になるとその気持ちって別に全くなくなるからそんなことどうでもいいみたいなそっちの方じゃなくてみたいな方になるからそこはこれが心配なんよ。難しいよななんか、かわいそうになるから、なんか、もう、だから前までは、そう、言ってたやん。ブードラは絶対先に死ぬからって言ってたけど、あかんわって思ってきた。でもどう逆にさ、じゃあブー太郎はさ、うんどうなん何がついてきてほしいそれとも、ちゃんとついてきてほしいえあわがまま言うんやったらついてきてほしいよマジでそりゃそうやろだってあれやろその生きててほしいじゃないよ。自分が綺麗事言うならば自分が死んだ後自分を忘れてまた他の人と幸せになってほしいって綺麗事はあるやんか実際この世の中にそうやって言うパターンあるやんか、言うパターンやねパターンやでパターンとしてあったとしてそれを口に出せるほど自分が大人かって言ったら大人じゃないと思う生きててほしいって仮に思ったらそのまま自分を引きずって生きとけよって思ううんやな一番自分の中で綺麗にいったとしても聞かんかったらよかった。もうどうしよう。どっちも嫌。何がだってそんなさ、ついていきたい気持ちあるけど、だって死ぬの無理。痛いで。どうやって死んだらなんか気持ちの話してるなんて、やめとこそうやねうやめとくわ。うんそう長い、もう一緒に死ねたらいいのにね。そうやねあんまそれが一番でもほんまにあれじゃんみんなそうじゃないまあ分からへんねそのいろんな形があるしまあそれは円満にいってないところもあるやろうけどまあ円満にいってるところはそう思ってしまっても不思議ではないかなって自分は思う割とうんだから特に自分はそういう境遇やったからこそ余計にそう思うかもしれない、まあ、やばい話してますね。っていうことは笑ってるんですけど。いや、これ結構、マジ究極の選択だね。そういうことですね。これやばいんですけど。どうしよう。旦那は絶対私より先に死ぬって言ってる。そうだよね。ロケかとかってお前気持ち悪いなっていうのは自覚してるんだけど、そうだけどマジ真剣逆ににこの言葉がいざとなった時にどっちなんやろっていう、ただ言っちゃってるだけなのかほんまについてきてほしいから変わってくるなと思って今聞いたら本気でついてきてほしいって言われたらさちょっとマジでいや別に生きる例えばさじゃあもうほんまに今日明日とかってなったらさ、この子たちがおるやんか、だからそれは何かそう背負ってるものがあるん
やん、必ずしも皇族なわけではないやんか。確かにブー太郎にも親もおるし、親よりもそれはわかる、確かにそれはわかるけど、でも万が一さ、何もない状態ですじゃあ。だけどブー太郎がさ、何かで死なあかんと思ったらちょっとさ、複雑じゃない？どういうこと？だってさ、もうそっちに行くにはさ、どうしても命をさ、絶たないといけないってなったら何かをさ、残酷なことをしなきゃいけないわけやん。それは自分は全うするつもり。はい？例えばこの子たちがおるってなったら、おらへん。おらへんにやったら別にもういいよ。残すもんないし。まあ、あんたがその立場やったらそうかもしれんけど、最愛の人を置いて先にお亡くなりになってしまった時に、ブー太郎はよ、ブー太郎はそうなった時に、なんか苦しい選択をしなあかん恐怖を味わうんやったら、もう自然とそうなる時まではこちらで待ってるから、なんか快くお亡くなりになられる方がいいんじゃないかと思っちゃうわけよ、恐怖がすごいから。ああ、そうなんや。死のうと思ったことないんだ。いや、あるけどさ、それは自分目線やんか、それを相手にさせるってなるとすごい申し訳ないっていうか、なんか絶対しんどいし辛いし、恐ろしいことや痛いし、やったらもうなんか平和にお亡くなりになられて、まあそれは分からへんで、どんな病気かもしれへんし、だけど運命に自然と沿ってこっちに来てほしいなって思うわけよ。自分のためにこういった思いしてさ、もう先についてきたよってなったらなんかもうかわいそすぎて。そう、痛いし、痛いが強いんやろな痛いが強いんやろな。いや、なんかそんな痛みがどうでもいいだからそれらの念頭に置いといても、どうしてももうそれがしんどくて、もうこっちに来たんならちゃんと受け入れるけど、なんかやっぱもう怖いかもと思ったらもうそれでいいから、もうもう怖い。別にブー太郎に気遣って生きたいとかって言ってるもうみじんもないから、それは自分の勝手ね、その時に。自分の勝手やねん、これは。別にブー太郎のことを思って、なんかこう生きないととかっていうのはもう頭にもともない。んや。全くない。何にもない。何にもない。自分にはブー太郎がおらなあかんから行くってだけの話。ただそれだけ。だから別にブー太郎のことを思ってとかっていうのはここには一切みじんもないから、だからこれを愛と呼べるのかどうなのかっていうのはそれは分からん。確かに、あんた自分本位は。そう、ほんまに自分本位、これは。なんかそれはそうやなって思う。自分は。ただそれだけ。なるほどね。なんかブー太郎の方は多分ほんまにこう人に寄り添ってじゃないけど相手のことを思ってっていう一般的なあれには当てはまると思う、相手のことを思ってっていうのは自分はほんまに自分本位やから、無理、一人になったら無理、生きてかれへんみたいな感じで、もう片方なくなったみたいなもんやから。困るな、どっちでも嫌になってきた。だからやっぱ隕石が落ちてきてわかんない、みんなも負けそうになるあかん話よ。でもこれほんま不謹慎な話は分かってるけど、でもウルトラの一番の理想はそれなんよ、実は。これほんま気持ち悪いこと言ってるの分かんないけど、ってなった人はもうほんまに申し訳ないけど、幻想的なお亡くなり方じゃない。まあ確かに。隕石が降ってきてお亡くなりって。残酷やけど。って思ってる瞬間に、やめよう、気持ち悪い話してんな。やめよう、もうなんでこんな方向に行っちゃったんよ。なんでや、ブー太郎が変な質問したからや、最後に。そうだね。ごめんなさい。ということで、どうしますかこんな感じ。終わりましょうか。はい。最後に気持ち悪い質問で終わったな。地球爆発とか。ちなみに自分、なるほどね。そう、だから家族も悲しむよねってコメントもあるけど、そんなん考えられへんもん。それは健康な、精神的に健康な人も考えることであって、痛みとかその辛さとかやけど、一気に不健康になるから、自分の場合はもうそれよりもって感じなの。もうほんま自分に優先、もうそれはほんまに100承知の上。あとのその残された人が、まあ自分妹もおるし、まあおったとて、もちろんブー太郎の家族もやし、
その時もおったとて、もうそんな関係ない。うん。無理無理。無理よ。だからそれこそ正解がないから、ほんまにそれは人それぞれの価値観でいいんじゃないって思う。そうね。うん。終わろうってみんなあくびしてる人もおんねんけど。そうやな。終わりましょう、終わりましょう。眠い眠い、みんなもう。3時間以上やってんじゃん。はい、皆さんありがとうございました。寂しく生きていけない。追いかけていくのわかんないけど、二人の気持ちよくわかりますって言ってるでしょ。めちゃくちゃ好きなんやね。だから、ブー太郎はブー太郎の好きにしたらいいと思う。自分がもし先になったら。ただ、なんやろ。お願いするんであれば、そのブー太郎の意思に沿って行動してほしいかな。自分のことを思うというよりも。自分結構自分本意やんか。もう結構てか100自分本意やんか。だからこう思ってそうとかさ、ああ思ってそうっていうのが、まあ、もしかしたらブー太郎なのかもしれんけど、どうしたいかな。OK。皆さん結論、長生きしましょうということで。そういうことです。はい。健康診断一緒に受けてって。そうやね。健康診断話はね、ちらほらしてるけど、予約までには至ってないので。ゆうちゃらが心配、顔むくんでるし。それと塩分の取りすぎと、あと寝すぎと、いやともうあと太りすぎと。この話、永遠に続くって言われてしまった。終わりです。お疲れ様でした。明日は仕事ですね。頑張りましょう。はい。今日はそれぞれ愛を告げながら手の甲にキスして終わりはいかがですか？手の甲、あ、こ長生き病院。お互いにその時まで思い合える相手に出会えたってことが本当に素敵なことだな。そうですね。でもゆうちゃろの気持ちわかるって言ってる人聞いときて。じゃあ。何ですかそれ。これ何これ。お化けの手。バイバイ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 。はい、おやすみなさい。おやすみなおさい。やすみなさい。これ今、ちゃんと唇にチューしたように見えなかった人はまだまだです。さ、もう最後までさ、なめとかうんすいません、本当長い間ありがとうございました。なんかまともな質問コーナーじゃなかった気がするけど。やっぱついつい長くなっちゃうな。とか100の質問動画とかできないんじゃないこれと時期。パッと答えられへん。じゃあ、皆さん本当にありがとうございました。200人、多い時で300人いってたかな。そうなんよ。ありがとうございました。コメント勢の人もみんな大変やったでしょうし、眠たかった人もすいません。でずっとね、コメントはせずとも見てくれてた人もありがとう。アーカイブで見てくれてた人もありがとうございます。皆さん、グッドボタンを忘れずに、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。お野菜会動画ね、また上がりますので、お楽しみに。ではでは、キャッチ・ザ・ドリーム。キャッチ・ザ・ドリーム。ダッサ。形だけのもの、キャッチ・ザ・ドリーム。キャッチ・ザ・ドリーム。全然違うかったんけど、そんなことやったよな。じゃあねー。皆さん、元気で長生きしててください。また来月。またてか来週かまた。あ、忘れてた。大事なこと。今週、次の水曜日ですね、UV クッキングちょっとね、できないです。そうなの？はい。とある方に会いに行かなきゃいけないじゃないですか。一緒に。忘れた？信じられへんわ、ほんまに。信じられない。Unbelievable! そう、ちょっとね、とある方が関西に来てまして。なんでこれを言ってもパッて出てこないかね。あ、思い出した。思い出した。はい。
ようやくそう現実言うたらに乗ってきた。はい思い出した。なので、うんちょっと水曜日お休みです。どこかに現れるのかな多分、配信外かなわかんない。なんかもしかしたらあるところで現れるかもしれないですけど、多分現れない可能性も大なので、とりあえず誰かと会うっていうことです。はい。はい。では、バイバーイ。なので、来週の水曜日会いましょう。再来週か、どっちかどう言ったらいいかわかんないけど。じゃあ、キャッチ・ザ・ドリーム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 ダッサ